チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。2026年最初の配信に来ていただきありがとうございます。本日はですね、アメリカはベネズエラに何をしたのか、攻撃の中身と狙いということで、2026年1月3日早々アメリカがベネズエラに侵攻しましたので、その話をしたいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴はご注意ください。また私は配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、このような深刻な話題を軽く扱ったりしているわけではありませんのでご注意くださいませ。あとチャットやコメントでの書き込みは差別や誹謗中傷に反対してますので、そういった書き込みはおやめくださいませ。はい、ということでですね、皆様お集まりいただいてありがとうございます。ドセイクさん、ミニラトルさん、アイコン変わられましたね。こんばんは。マイアイフさん、ショウガさん、ペッタさん、ユウコさん、ラートンさん、音花風花さん、アブソリュートさん、キッズさん、つばきさん、伊沢さん、キャミキさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。お風呂早く入ってきてください。ケイトさん、コンカラスです。はい、年明けのめでたいエネルギーが分散無償し、生存の気力がそがれるということで、今年もよろしくお願いします。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということでですね。いやー、本当にね、緊急抗議スタンダインも本当お疲れ様でございました。正月からね、皆さん動いてらっしゃったり、働いてらっしゃったりしてる方も多いと思うんですけど、投稿メッセージの方ね、ちょっとさせていただきまして、これも100いいねいただきまして、本当にありがとうございました。ガザでの虐殺は終わらず、ウクライナの侵略も終わらず、スーダン虐殺も終わらず、ミャンマー内戦も終わらず、台湾やベネズエラは危機的状況だったんですけども、ベネズエラはそれを通り越してね、侵略が行われてしまうということで、今後もね、あらゆる戦争、紛争、虐殺、独裁、差別に反対します。カラスマ100の時事レポートに改めまして、今後もね、こういう感じで、時事の話をしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、ということで、最初にね、署名等の紹介なんですけれども、アメリカによるベネズエラへの攻撃をやめるよう日本政府は声明を出せということで、読んで字のごとくですが、やはり日本がですね、後で説明しますけれども、なんか持って回ったようなコメントしか出していないので、はっきりと、これ以上の侵攻はやめるよう、さっさと軍を撤退させろというメッセージを出させるよう、よかったら署名してください。1002万筆集まっております。そして、こちらベネズエラのアーティストの方なんですけれども、ですね、やっぱり食料品とかをですね、今ドネートで募ってる人が結構多いということなんで、よく興味ある人、ベネズエラのね、サブカルチャーって、海外在住の方が多いと思うんですけれども、結構で盛んみたいなので、興味ある人はチェックしてみてください。あと、今回も、リンク集については Google ドキュメントにまとめておりますので、ご参照ください。資本主義の最高段階としての帝国主義。資本主義と帝国主義がガッチャンコしてるっていう、理解なんですけど、その辺もね、説明させていただきます。ちょっとお正月ね、お休みさせていただいて、読書とかする機会がね、ありましたので、本当ありがとうございます。いつもね、本読むの遅くて申し訳ないんですけれど、ちょっとその読んだ本の話とかもできたらいいなと思ってます。戦争はあかんよね程度の認識も持てないってね、本当何なんでしょうね、本当この世界はね。ひどすぎますよね。もう年始早々あれなんですけども。はい。ちょっと愚痴っていても、仕方がないので気が重いですが、早速、一番最初に重い話からしていきたいと思います。パレスチナの話をしてまいります。はい、この人は何をやっているかと言いますと、動画がイスラエルの兵士がガザの民家に無差別に発砲することで新年を祝っているそうです。何やってんのこいつは。というか、もう、イスラエルのイメージってもう、地に落ちて久しいので、今更ね、こういうことされてもあんまり、驚きも何もないんですけれども、いや、なんか本当に軍人さんとかが普通にこういう行為をしてるってどうなんでしょうね。では、それを楽しげに動画としてアップロードしてるわけじゃないですか。これはね、ジェノサイドに反対する、タイムズ・オブ・ガザさんのね、ツイッターですけれども、
っていうですね、いろんな新年の祝い方があるんだなと思います。はい。で、イスラエルがね、年初にやったこと、最大のことといえばこれですね。2026年からガザにおける複数の人道支援団体の活動を停止すると発表しました。一応ね、年末の配信でもちらっと言ったんで、これ何言ってんのって感じなんですけれども、ですね、30近い人道支援団体に関しまして、新しい登録規則を守ってないよということで、活動を停止させるという措置に出ております。3月までに順次だって、活動を停止してくれと言われているそうです。この規則は、ハマスを防止し、過激派グループが援助団体に侵入するのを阻止するものであると。要するにお前ら、またハマスとつるんでるだろう。そうに違いないみたいな、ことを言っているんですけれども、いや、だから支援団体とかを攻撃する前にあなた方をやることがあるでしょっていう、支援が十分じゃないっていう批判を世界中から受けている真っ最中に支援団体を停止するってどういうことなんですかっていう、もう突っ込みどころしかないんですけどね。残念ながら前先のリストがちょっと日本語版でないので英語版なんですけれども、非常に有名な、団体も含まれておりまして、ケアさんですとか、ですね、オックスファム、グループですとか、子供たちのための、パレスチナ、支援といったキャンペーンといったですね、有名な団体も含まれておりますが、最も有名なのはですね、日本の、JVC さんと、国境なき医師団 MSF ですね。この両者が禁止となりました。イスラエルでの NGO 登録状況について、いつも JVC でのパレスチナの活動をご縁いただきありがとうございます。JVC を含むパレスチナで活動する30以上の国際人道支援団体に対し、イスラエル政府から2025年12月31日に従来の NGO 登録が失効する旨が通知されました。これを受けて JVC は現在パレスチナで活動している他の国際 NGO と連携し、対応を検討しておりますと。このままいくと3月までにですね、登録抹消になってしまうそうです。JVC さんにはね、寄付した人も結構いらっしゃると思うので、ちょっと何とかして活動を続けてほしいとこなんですが、それよりも世界中に衝撃を与えているのはやっぱ MSF、国境なき医師団ですね。医療ですね、医療の提供をしている世界最大の級の団体の一つですけれども、全くですね、我々の懸念に耳を貸さず、恣意的な拘束や攻撃をやめろと言ってるのに、多分だからイスラエルを批判したからなんでしょうけど、イスラエルを批判したから活動をやめろと言われておりますと。一応誤解っていうかイスラエルの擁護する気は1ミリもないんですけど、一応言っておくと、全ての医療団体が活動禁止されてるわけじゃなくて、MSF の、MSF フランスとか、各団体っていう感じなんですけれども、いやー、というですね、言葉がないですね。全く人道支援を提供する気がないと見出されてもしょうがないんじゃないかなと思います。ということで、ウォーキングインソックスさん、午後部にさん、コンカラスです。今年もよろしくお願いいたします。北斗の拳のモヒカンをリアルでやる兵隊がいるだけで吐きそうです。独裁者がいなくなっても正常化するとは限らないですね。いやでもこのままいくと本当第三次世界大戦に突入しますよね。すでにしてるというね見解の人も結構いらっしゃいますけども、ガザがせめてちゃんとした停戦してほしいってずっと願い続けてますけど、こんな状況なわけじゃないですか。だから下手すると本当ね、日本ももっと加担させられるし、その話もしますけど、はい。独立を守るためには軍拡して核物騒もやむなしになっていけば戦争のリスクはますます高まってしまうし、どうせ攻め滅ぼされるのが確定するならもうやってしまえみたいなね、こんな感じになっていくんでしょうね。そう、これが新年のお祝いのつもりなんですよ。だからこれが本当もうもう戦争中の頭なんでしょうね。はい。戦時中にはこういう人がたくさんいたんだろうなと思います。みんなおしゃべり大傑作でした。お近くで上映してたらぜひクルド人の方とね、ろう者の方の映画ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと私見てないですが、ですね。
早速ハレンチなイスラエル、人類史上に起こる愚行の一つとして限りなく、そう、パレスチナ子供のキャンペーンさんってね、ここ、英語名でしかちょっと書いてないんですけど、キャンペーン for Children of Palestine ですね。はい。もう、活動停止予定になってしまいますよね。はい。いや、だから本当に法も倫理も人権も何もかも無視してますよね。はい。そう。だから東アジアがたまたま戦場になってないだけで、まあ本当で台湾有事がね、心配になってきましたけれども、東アジアが戦火に巻き込まれてないだけっていうちょっと考え方が強くなってきてましたよね。はい。まあ確かに第5次中東戦争ですよね。はい。それはもう言って過言ではないと思います。ということでね。で、まあ、これちょっと記法っていうかちょっと古い記事なんですけど、まあ、そもそもなんか最近ね、イスラエルが新しいガザ計画みたいなのをしきりに出すようになってるらしいんですよ。で、これどういう計画かっていうと、まあ、昨年からもう明らかになっているんですが、要はですね、いろんな民兵組織をまあ、イスラエル様が支援しようという計画でございます。まあ、ちょっと、以前にもちょっとですね、カラスマラジオで取り上げたことあったんですけど、まあ、今、ガザってご覧の通りですね、イエローラインという、イスラエルが勝手に引いたラインの内側にパレスチナの人たちが閉じ込められているような、状況になっておりまして、それ以外は全部軍が支配しているゾーンなわけですね。ただ、その軍が支配しているゾーンの中でも、ある程度自由に動けるパレスチナの地元の、まあ、アラブ系の人たちなんですけど、まあ見た目がまあ皆さんこんな感じでございまして、なんかお世辞にもちょっと穏健な集団には見えないんですが、まあ要するにハマスの代わりになろうとしているわけです。まあ我々がですねガザをですね統治することによってより安全な、スタイリッシュなガザを取り戻すぞという、感じで活動している人たちがいまして、民兵グループがいまして、まあこんな感じの人たちをイスラエルが支援してるんですけど、もうハマスじゃなかったら何でもいいんですかね。ギャング集団じゃないですか。だからギャングを支援してその NGO を追い出してるんですよ。だからもうまあ散々ねイスラエルのことテロ国家って私も悪く言ってきましたけれどもね、本当にテロリストを支援しないでほしいですね。はい。いやもちろんね中にはいろんな思惑があって、もちろんハマスに恨みのある人たちも多いので、そういう人たちの受け皿になってるんだとは思いますけれども、まあこれはもうねイスラエルとしても言い訳が立たないんじゃないかと思います。まあね以前からねネタニヤフがハマスをこっそり支援してるとかそういう噂はいろいろあったりとか、まあ実際つながってるわけじゃなくてうまく利用されてるだけだったんですけどもね、ハマスも。はい。でもハマスがいなくなったところでまあこういう人たちが支配するんだったら何も変わんないんじゃないかなという気がしますね。はい。振り返れば高市の存立危機発言が日中戦争の始まり。いやーでもありえなくないから怖いですね。本当に。ISIS 系の団体もいるらしいですよ。だからハマスってそういうの全部抑えてたんですよ。要は、諸外国からそういう ISIS とかやばい奴らが入ってこないように、この人たちはまあ地元のグループみたいなんですけど、基本。だからですね、こういう人たちが暴れ出さないように抑えてたんですよ。まあなんかヤクザ対ヤクザみたいな感じなんですけれども、だからハマスのおかげである程度おとなしくしてたっていう面はあるわけですよ。でもハマスが全員、やられてしまうと、多分イスラエルの、支援があったら好き放題やりますよね。はい。いやハマスより過激だと思いますよ絶対。だからマドゥルをね逮捕してねネタニヤフを放置するみたいなことをやってますよね。どっちの方がマシなんだよっていう。いやせめてマシな穏健な方を選ぼうよっていう感じですね。はい、エダガパーさんここからです。今年もよろしくお願いします。浅瀬とバスターズさんここからです。お名前変わりましたね。ありがとうございます。イスラエルの悪行告発動画の方は、ベネズエラ人歓喜の動画みたいなフェイクが発覚した例あまり見たことがない。いや、ほぼフェイクじゃないですからね。ほぼ真実だからベネズエラ人歓喜の動画のフェイクについては後で触れますわ。そう、剣王がモヒカンを押さえつけてたみたいな、感じでしたよね。例え悪いですけど。はい。
っていうことでですね、まあこんな風になってしまったガザ、まあ我々日本としてはですね、やっぱりイスラエルとの付き合い方考え直すしかないでしょう。だって JVC さんをここまで誹謗中傷してね、追い出そうとしてるんですよ。ジャパンボランティアセンターを。だから天下のね、まあいろいろ賛否両論ある団体さんですけれども、パレスチナのために尽くしてきた日本の団体を追い出そうとしている時に、日本の政治家は、はい、何をしようとしているのか。はい。今夜からイスラエルを訪問します。首相や大統領への表敬訪問、そしてイスラエル国防省にて防衛政策についての意見交換も、イスラエルはミサイル防衛やサイバードローン分野でも世界の最先端技術を有しており、今後の日本の安全保障政策を検討する上で役立つと信じています。実用性が高い知見を多々収集し、日本の防衛政策に生かしてまいります。小野寺逸則。はい、ということで、自民党安全保障会長がイスラエルに行きました。まあ、小野寺さんってこういう人なんで、私、まあ、外面切り替えた時とかも散々この人右翼だから何するか分かんないよって、まあ、言ってたと思うんですけど、いやー、最悪のタイミングで行くんですね。だから JVC が今追い出されそうになってる時になんであんた行くのっていうね、追認してるようなもんじゃないですか。いやー、何を言ったらいいか分かんないレベルで最悪だと思いますね。あと、まあ、他のメンバーもですね、素晴らしい人たちが揃っておりまして、松川るいさんですね、エッフェル塔さんとこと、小野寺安全保障調査会長にミッションの一員としてイスラエルを訪問し、世界最高峰の迎撃率を誇るアイアンドーム、アイアンビーム、防空システムやサイバー、ドローンなど世界最先端の技術分野について視察し、日本の国益のために生かしたいと思います。また観光しに行くつもりなんじゃないですか、この人は。って言いたくなるけど、さらに維新の青柳さんですね、イスラエルにやってきました。成田から18時間半のエコノミークラスに揺られ、昨日の真夜中に到着しました。今日のエルサレムの朝日です。これから超党派の議員メンバーと中東情勢の現状を知り、イスラエルの要人と面談を予定していますと。もう言葉がないですね。最低の人たちだと思います。だからこれ、現在進行形で、パレスチナの人たちを虐殺している技術について、日本の良心あるこういう団体が追い出されようとしているのに、わざわざ表敬訪問をしに行くっていうんですよ。ガン首揃えて。もう帰ってこないでほしい、日本に。はい。ずっとイスラエルにいてください。はい。ということで、イスラエル、パレスチナの話でした。なんか今後も見通しが暗いなと思ってしまいましたね。はい。いや、ひどすぎますよね。ほんと虐殺加担じゃないですか。これ、日本で一番露骨な行為じゃないですか、今までで。はい。まあ、よくもまあ、こんな実用性がどうとかと。確かに、その日本のシオニストがね、ミサイルにメッセージ書きに行ったりとか、そういうことはありましたけれども、あくまで民間団体の動きだったじゃないですか。あるいは神谷宗平さんが勝手なこと言ってたりとか。だからその小野寺さんって自民党のね、だから偉い人なんで、そういう次元の話じゃないですよね。はい。ベネズエラに対してはね、なんかまともなこと言ってるんですよ、この人。なんでって意味がよくわからない。もう私は小野寺さんがどういう人なのかよくわかんなくなってきましたよ、なんか。いやー、イスラエルのドローンってだから虐殺の最先端兵器でしょって。だからパレスチナ人の人たちを虐殺してデータ取ってるんですよ。それを購入することの意味分かってますかね。いやー、本当に距離を置くどころかっていう感じですからね。はい。そうですね。安全保障調査団の議員さんにはぜひとも、ファックスとか送れる方はぜひ、送ってください。松川さん、小野寺さん、青柳さんなどですね。はい。イスラエルさんゆるキャラね、私も思わずリポストしちゃったけど、数えきれないぐらい人を殺しているみたいな、キャプションつけられてましたよね。はい。青柳のツイートにツッコミ入れたのがバズってるらしい。あ、そうなんですか。それは素晴らしい。出てくるから。小野寺逸則と、いらっしゃる。らしいか。2年3ヶ月で7万人以上虐殺した国で朝日を写真に撮れて楽しいのかという。いや、全くその通りですね。素晴らしいです。わやさん。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いや、本当にね、これしか言うことないよね。だからな。何が楽しゅうてこの写真撮りに行ったっていう話じゃないですか。ね、空気読めてないにも限度がありますよね。はい。
つうことでですね、小野寺逸則と小野寺勝ね、なんか似てますよね、本当に。なんかね、メンタリティが似てると思いますよ。小野寺勝ってまあ、日本保守党のね、どっくでもね、北海道の議員なんですけど、はい。まあね、でも小野寺逸則さん、本当に力持ってるからな。ということでですね、なんで最先端の技術を持っているのか少しは考えていただきたい。つまりアメリカの代弁者っていうことですね。というですね。でも辻さん以来か、そうですね。忘れてました。ごめんなさい。さすがマヤさん。辻さんっていうね、外務副大臣の人がね、以前、だから、イスラエルに対してそういう表敬みたいなことしたことあったんですよ。でもその時ネタニヤフには合わなかったですよね、確か。私もちょっと記憶が確かじゃなかったんですけど、まあですね。まあどちらにせよという感じですね。はい。ということで、イスラエルとパレスチナの話でございました。まあ早速なんかね、まだベネズエラの話をしてないのにね、気が重くなってきたかもしれませんが、まあ本当ね、日本の行く末がちょっと危ぶまれますよね。これでアメリカについていくみたいなこと言ったらどうなるんでしょうというような、ちょっと話なんですけれども、はい。ということで、すいません、お待たせしましたが、本題に入っていきます。アメリカがベネズエラを侵略戦争を仕掛けましたので、その話をしたいと思います。ちょっとトランプが流れますのでご注意ください。はい、トランプ大統領はベネズエラでの政権移行が実現するまでアメリカが国を運営すると表明しましたが、詳細は説明していません。So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. トランプ氏はベネズエラのロドリゲス副大統領がアメリカの意向に従って国家運営に当たる可能性にも触れましたが、副大統領はその直後にマドゥロ氏の即時の解放を要求し、アメリカの意向には従わない姿勢を鮮明にしました。トランプ氏は世界最大の原油埋蔵量を誇るベネズエラにアメリカ企業が進出し、石油利権を確保できるという見通しも示していますが、その前提となる親米政権による安定した統治が実現するのか、現時点では全く不透明な状況です。一方、ニューヨーク・タイムズによりますと、今回の攻撃でベネズエラの軍関係者や民間人少なくとも40人が死亡したとベネズエラ政府の高官が明らかにしました。はい。ということで、まあ、基本の内容なので、ちょっと知ってた方も多いかもしれませんし、私もちょっと2日間ぐらい忙しかったので、まあ、ちょっと情報古いかもしれないんですけど、まあ、TBS でさえですね、まあ、報じてるように、まあ、露骨に、まあ、石油利権その他を狙った戦争ではないかと言われてまして、まあ、マドゥロさんを拉致してですね、ニューヨークに運ぶという暴挙をしでかしました。亡くなられた40名以上と言われる方に、心から哀悼の意を捧げます。はい。ね、誰ですかこの人にね、ノーベル平和賞を与えるといった人は。ふざけるのはいい加減にしろよって。1月3日から戦争犯罪してるんじゃないですか。いや、ほんとね、侵略そのものですよね。ピーター・ティールもそっか、軍事用のね、AI 開発とかしてましたよね。もうどうしようもないな、この人たちは。そうですね。死亡者数なんですけど、まだ確定はしてませんが、80名以上だと一部の報道では言われております。はい。アクエリア・ショッチャーさん、今年もよろしくお願いします。正面から言うと、いかにベネズエラが腐敗していようと正当性を持ってそれを変えられるのはその国の有権者だけだという、その通りです。はい。その通りでございます。それが国際法を守るということですね。はい。国を運営するって朝鮮半島や満州国で大立法帝国が言ってたことと一緒じゃないですかっていう。もうなんかね、植民地主義を隠す気もないっていう感じですよね。はい。まあ侵略ですよ、どう考えても。まあもちろんね、マドゥロが独裁者なのは事実なんですけれども、だからといってなんか、まあ、あえてレトリカルに彼が全て悪いっていうことはできるけれども、そういう問題じゃないだろうっていう感じですよね。
そして、麻薬をね、カルテルの取り締まりというか、麻薬カルテルのボスがマドゥローさんだから、マドゥローを取り締まることはですね、正義なのだということを、ずっとトランプは主張してたわけなんですけど、先ほど TBS も麻薬の件一切触れなかったと思うんですけれども、ベネズエラ経由のものはですね、わずかしかないということです。ベネズエラのマドゥロ政権が米軍の、米国への麻薬密輸に関与していると主張してきたが、コカインの主な生産地はコロンビアであり、ベネズエラを通るのは、ごくわずかだという、米国で社会問題化しているフェンタニルもほとんどがメキシコ経由であり、トランプ政権がベネズエラを流罪打ちする根拠は必ずしも明確でないと。それをもっと早く言えという感じなんですけれども、未だに日本だとね、結構勘違いしてる人が多いと思いますので、麻薬王というか、それはね、麻薬取引に関与してたかどうかはね、疑惑のあるところですけれども、だからといってマドゥロさんがね、アメリカを崩壊させるほどの麻薬を輸出してたというような事実はありません。はい。ノーベル平和賞を取ったシオニストのマチャドが後釜になると思った。後でその話もします。だからノーベル平和賞のね、意向ももう地に落ちたと思いますね。もういらないですよね、こんな賞。本当に。何がノーベル賞やねんっていう、話ですけどね。はい。なのでまた大した根拠もなく他国を侵略したわけですね。で、ベネズエラ大統領の警護チームの大多数が亡くなったそうです。中にはですね、キューバからですね、応援に来てた人が結構含まれてたらしいんですけれども、市民や軍人も冷酷に殺害されたということで、ニコラス・ダイトル大統領の警護チームの大多数が死亡した。市民や軍人も冷酷に殺害されたとしたが、具体的な人数については分かっていないので公表しなかったということです。はい。少なくともキューバ人32人が、先ほど40名と言ってましたけれども、亡くなっていることが確認されているそうです。はい。ネタニヤフを対応するのはね、国際法にのっとってやってほしいんですけどね、本当にね、今回の件はですね、はい。はい。ノーベル平和賞についてはですね、オバマの時点でだいぶおかしくなっていたのかもしれないですけどね。はい。で、ベネズエラのそういった、マドゥロさんの問題等については、昨年のですね、ようやく、もう1ヶ月も経っちゃったんだなという感じですけど、12月2日に、日本とアメリカ戦争へ向かう政治の暗闘ということで、ちょっとタイトルがすいません、分かりづらかったんですけど、申し訳ない。これですね、ベネズエラと移民問題ということで取り上げましたので、よかったら、チェックして、概要欄からチェックしてみてください。米空母の打撃群とかはね、すでに到着してたわけです。1ヶ月以上前から、空母を張り巡らせて、マドゥロにね、出ていけというふうに脅してたんですけど、報道によると、マドゥロさんはそれに従わなかったので、今回の誘拐に至ったと、いうことみたいです。いや、ほんとね、PTSD が心配ですよね。はい。TTS さん、コンカラスです。ベネズエラのね、石油はね、確かに質が悪いのは質が悪いんですよ。だから、それ目的かどうかっていうのはね、後で説明しますけどね、それもまた怪しいのは事実かもしれません。はい。だからといってね、正当化される理由には1ミリもならないんですけれどね。だから亡くなった民間人をそもそもだからベネズエラの付近、この時も言ったんですけど、ベネズエラの付近を航行してる船をですね、どっかん沈めて、全員麻薬取引人だみたいなことを言い張ってたんですよ。だからそれもやっぱり全然怪しいですよね。はい。本当にね、中南米の介入がひどすぎますよね。はい。で、アメリカでそう、薬物乱用や過剰摂取が多いのは国内の社会の問題であって、ベネズエラやメキシコのせいではないということですね。はい。という感じなんですが、今回のドナルド・トランプ総統閣下が違反した恐れのある法律の一覧を、ブルースカイでまとめたので、よかったらチェックしてみてください。もう2桁以上の法律に触れております。まず国際法ですよね。ベネズエラの領域主権の侵害、ベネズエラの内政不干渉原則の侵害、国家元首の人的免除、人的不可侵の侵
侵害、国際人道法の基本原則に完全に違反していると。で、いつも言われてますけど、国連憲章2条4項の武力による威嚇行使の禁止にももちろん触れている。で、OAS 憲章の、米州地域の不干渉領土不可侵条約があるんですけれども、19条、21条、22条に触れていると。国際関係でのね、武力の不行使という原則に真っ向から反しているわけですね。で、国際人権条約にも違反してるし、拷問等禁止条約にも違反してるし、ジュネーブ条約にも違反してるし、米国ベネズエラの犯罪人引き渡し条約っていうのもあるんですけれども、これにも違反してると。で、ローマ規定っていう、ローマのね、ちゃんとで決めてる、規定にも批判してるし、ついでに言うなら、アメリカ合衆国の国内法の合衆国憲法上の戦争権限に宣戦布告も何もなく攻撃したので、これにも違反してるし、戦争権限法にもおそらく違反してるし、国家安全保障上のですね、手続きにも違反してるし、大統領の暗殺禁止令とも、にも引っかかってるということで、もう数えきれないぐらいの法律に触れている。だからもうこれを正当化するの無理だろっていう感じですね。はい。ですね。そうですね。マドゥロがあまりにやっぱり中国やロシアと近かったので懲らしめたかったっていうのも動機の一つだと思いますね。はい。そう、チリのね、反共極右のね、ピノチェットっていう人に支援したりとか、コロンビアの麻薬戦争の時も麻薬を一番消費してたのは米国だったりとかもう言い出したらキリがないわけですよね。イランが邪魔な時はイラクのフセインを支援して、フセインが目障りになると大量破壊兵器をでっち上げてイラクをめちゃくちゃにするというですね。だからイラク戦争の反省本当に全くしてなかったんだなって。イラク戦争の時の方がね、まだ国際法を守ろうというポーズだけはしてたんですよ。だから安保理に話し通そうとしたりとかしてたわけじゃないですか、当時。でもね、今回それすらしてないから、思いっきり国連憲章違反なんですよね。武力行使の禁止に触れてるから、もうね、100% アウトですよね。はい。でもこれでやっぱり何のペナルティも受けてないっていうですね。だからもうイスラエル状態ですよね。はい。だからね、やっぱり敵国だからといっていきなり内戦を起こさせようとするような動きはどう考えたって正当化しようがないと思うんですけどね。はい。はい。そして、まず日本のあれに触れていくんですが、後で日本の話はね、後半でしますけど、日本のですね、高市様は何を言ってらっしゃるかというと、外交努力を進めていくということで、我が国は従来から自由民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重しておりましたベネズエラにおける民主主義の回復、及び情勢の安定化に向けた外交努力を進めていくっていう、何を言ってんのかなんか全くわからない、ちょっと書簡を出されました。はい。意味わかんなくないですか？どういう意味なのこれって。自由と民主主義と法の支配といった基本的価値観にアメリカが完全に違反してるんですけど、アメリカであの字もないし、ベネズエラにおける民主主義の話になぜかされてるんですよ。ベネズエラに民主主義なかったでしょっていう。マドゥロさんのせいですけどね、それは。全く意味がわからないですよね。だから民政移行したわけでもすらないのに、なんかこんな自分で考えたものではないのかもしれないですけど、意味不明な答弁をしていると。外務省の方がまだ今回少しマシで、状況を注視しつつ、安全確保に取り組み、我が国は従来から自由や民主主義といった基本的価値を尊重してきました。また一貫して国際社会における国際法の原則の尊重を重視してきました。本当かという感じですけれども、一貫した立場に基づき G7 や地域諸国と密接に関係して、ベネズエラにおける民主主義の回復の情勢化に安定化に向けた外交努力を進めてまいりますと。これだったらそのアメリカを非難してないことは明白ですけれども、ギリギリわからなくもないんですよね。アメリカが怖くて何も言えないから、持って回ったこういう言い回しになっておりますみたいな、官僚答弁じゃないですか。でも高市さんのそれですらないんですよね。なんか意味不明な、外務省の答弁からその自由民主主義法の支配だけを動き出したような意味不明な内容になってるんですよ。もう大丈夫なんですかねこれ。諸外国に対して伝わるのって高市さんのメッセージの方だと思うんですけどね。はい。
いやー、石油云々というよりは明らかな侵略をなんとか擁護しようみたいなやつが多かったことにショックを受けた。なるほど。そうですね。いや、本当にね、こんな内容、こんなあからさまな攻撃、侵略であっても擁護するやつがいるってことにびっくりしましたよね。だからやっぱりアメリカのやってることは全て正義だっていう人たちがいるんですよね。いやー、ほんとよくこんなこと言えますよね。何も言ってないに等しいし、もう何も言わない方がまだマシだった気がしますよね。なんか本当に心ないっていうか、心にあらずっていうか、なんか、官僚の方が書いたものをね、なんか前は官僚の方の書いたものを読まないで失敗したからなんですかね。官僚の方が書いたものをそのまんまなんか抜き出して読み上げたような内容になってるんですけど、でも外務省答弁はまだ意味が通じてるんだけど、こっちね、国際社会における国際法原則とかを意図的に避けてるから意味が通じなくなってんですよ何なんだこれはっていう。ここでは曖昧戦略を取れる偉いぞ高市。いや偉くないと思うはい。アメリカ国内の薬物の使われ方本当にひどいです。人々の生命や健康よりも儲けが最優先らしいですね。まあちょっとその特集もね、今後やらなきゃいけないな。すいません。私もちょっとそこまであれがないんですけど、いろんなね、番組とかを見て、情報は知っております。法の支配も民主主義を頼りない日本が言えた口かというですね。本当ですよね。まあ、こういう外務省の意見が 2.4 万いいねされてるからね、どこの X の論調がおかしくなっていきますよね。OBS さん、コンカラスです。今年もよろしくお願いします。トランプは戦争しない大統領って言ってるトランプ新婦はベネズエラについてどう思っているのかっていう。いや、いい加減なんか幻想崩れたんじゃないかと思ったんですけど、なんか崩れてないっぽいのが怖いですよね。何見てんだろ、この人たちっていう。はい。何ルワンダ虐殺もポル・ポトの暴政も実力行使で止めたからいいよみたいなことを言ってる人がいるんですか。とんでもねえな実力行使、ルワンダ、ポル・ポトはともかくルワンダは実力行使で止めたわけでもなくないですかね。はい。いやだから本当難癖つけて戦争するみたいなことをやめさせないといけないですけど、ただまあアメリカを擁護する気は1ミリもないんですけど、民主党員の皆さんによりますとですね、全く頼りないことで有名なアメリカ民主党員の皆さんですけど、事前説明が一切なかったそうなんですね。まあさすがにだからなんで民主党こんなの許すんだってね、お前らも共犯だろってみんな非難してたんですけど、トランプ米大統領が3日米国が未明にベネズエラを攻撃しマドゥロ大統領を拘束したと明らかにしたことを受け、民主党議員の間では政権が事前に虚偽の説明を流して議員らを欺いたとして反発や不満の声が上がっていると。民主党議員によると政府高官は最近のブリーフィングでベネズエラの政権交代を計画していないと主張していたということでですね、だからなんか民主党の人たちにも嘘ついてたみたいなんですよね。まあ当然議会の承認も得てないんで、その時点で先ほど言ったようにアメリカ国内法にもぶっちぎりで違反してるんですけど、まあそれだけではなく民主党の人たちもだまくらかしてなんかですね、完全にもうトランプさんの独断でやってしまったということみたいです。はい。だからまあ確かにそこまでやられるともうね、大統領の独裁に近いので、もうやっぱりアメリカの議会側政治が機能してないんだなというふうに思いますよね。まあただですね、さすが腐っても EU はですね、こんなアメリカに対してお前ら冗談じゃねえぞというぐらいのことは言えるようでして、まあ米国のベネズエラ攻撃にハンガリーを除く26カ国で声明を出しました。米国のベネズエラ攻撃をめぐり欧州連合は、最初ね、なんかすごいフォン・ライエンさんがですね、代表のなんか持って回った歯になんかガムを挟んだような言い回しをしていたので、私非常に不安になってたんですけど、さすがに非難するよねって思ってたんですが、まあ、スペインなどのね、後で触れますけども努力によって、マドゥロ大統領を拘束した司法を念頭に国際法を尊重すべきだと米国への、まあ、遺憾の意を示すというような、結局遺憾の意思から示せないのかという感じはありますけれども、まあ言わないよりはマシですよね。EU の共同声明として出したけど、一部のねネット右翼の人に大人気なハンガリーは除くというですね、ハンガリーだけは賛同しなかったということみたいです。いや、いい加減ハンガリーは本当 EU から除名した方がいいんじゃないかと思います。はい。いや本当ね、トランプは完全な独裁者ですよね。自分とこのね議会すらこうやって無視するわけですからね。はい。
擁護してた人たちの話は後でします。いやでも本当はね、暗黒啓蒙対民主主義ですよね。だから民主主義がどんどんね削られて破壊されていくのがね、本当に不安になりますよね、年始から。はい。でまあ当然なんですけども、国連は激しく非難してまして、米国の、敵対的な国と同盟国は、国連会議でベネズエラにおけるトランプ大統領の侵略犯罪を非難したということで、ブラジル、中国、コロンビア、キューバ、エリトリア、メキシコ、ロシア、南アメリカ、スペイン、ロシアはどの口がっていう感じではあるんですけれども、などの、大国がですね、ドナルド・トランプ氏の、決定を強く非難したということで、当然ではあるんですけれども、国連はですね、確かに今ね、機能してないと、このことでも散々言われておりますけれども、ただね、コロンビアとかね、キューバとかみたいな国がですね、強い口調でやっぱ発言できる場が今国連とね、いろんなチャンネルが限られているので、アメリカに対してね、強く、全会一致で非難できるっていうのは強みなのではないかなと思います。全く無意味ではないと思います。ただですね、中国とロシアに関してはね、言ってることの一貫性があるのかという話ではあるんですけど、無法時代への回帰であり、軍事外交政策の手法は、拒否されるべきであるというふうにはっきりと言ったということで、それ自体は良かったかなと思います。はい。サズデさん、ここからです。茂木健一郎さん、仕方ないなって感じの感想でした。そうなのハンガリーってまだ EU だったのか。いや、本当に EU 脱退しろや、お前って感じですよね。どうしようもない極右ですからね、ハンガリーのオルバーンって。はい。前大統領のチャベスは CIA に支援されたクーデターを起こされかけてるし、独裁に陥りやすい状態は作ったらどこのドイツなのかという。だから経済制裁でさらにね、経済悪化しましたからね。だからアメリカのマッチポンプ的な面は確かにあるんですよね。もちろん独裁者が悪いといえば悪いんですけども、だから今回のね、やっぱり軍事行動、日本人がリアリストぶってで肯定するの本当おかしいですよね。はい。いや、また非難声明出したの共産社民令和だけか。立憲出してないんですね。ひどいな。出せよって感じですけどもね。で特に強い口調で非難しているのが、次のターゲットとして狙われているのではないかと言われている共産主義国家のキューバでして、国家テロリズムであるというふうに非難しております。カラスマはついにね、キューバをね支援するようになったかと言われそうですけれどもね、私はこれが一番正しい今回の表現じゃないかと思うんですよね。確かにレトリックあれですけど、でも国家テロとしか言いようがないくらいですか。ありとあらゆる国際法と国内法を完全に無視した攻撃なわけですよ。で、テロリズムですよね。で、いきなり、ベネズエラのね、頭の上に爆撃して民間人を殺傷して、で、大統領を誘拐したんですから、テロとしか言いようがないですよね。だからキューバ大統領がこのようにですね、ディアスカレル大統領がこういう風に言い切ってくれたことはですね、良かったんじゃないかなと思います。はい。それでなんか返す刀でキューバは自発的に崩壊する。キューバの状況は非常に悪い。キューバは常にベネズエラに依存してたと、言いたい放題をトランプは言っているんですけれども、なんとかトランプの圧力に負けずにですね、頑張っていただきたいなと思います。はい。いや、ほんとね、国家ぐるみのテロですよね、これ。はい。だからもちろんね、トランプに無視されてるね、アメリカ市民からしたらね、いや、私たちはテロリストじゃないって言いたくなるんでしょうけれども、でもね、あなたたちが 40% も支持してるからこうなったんですよって言いたくなりますよね、正直。どれだけ他の国に迷惑かけてんだよっていう話ですよね。そう。だから日本だって蹂躙される側のはずですよね。だからこれぐらい強く言ったっていいと思いますよ。立憲は懸念表明はしてたんだ。ありがとうございます。懸念じゃなくて非難してほしい。そうですよ。だからもともとね、テロリズムっていうのもね、国家に対して使う言葉だったんですけど、だからイスラエルみたいな国をね、テロ国家って言ってたわけですけれども、だんだんね、なんかね、ハマスみたいな人たちだけがテロリストっていう風に言われてたわけですよね。それはね、ハマスがやったことはテロリズムですけども、だからといってね、国家がテロを起こさないっていうのはね、語源からしてもおかしいですよね。そう。そうですね。ちゃんとテロであるものをテロって言っていかなきゃいけないっていうのは確かにそうですね。はい。それはそうなんですけれどもね。ただ今回の件に関してはね、もう言ってもいいんじゃないかっていうね。なんか何でもかんでも言うのには確かに私も反対ですけどね。はい。思います。
で、まあ、アメリカが軍事力で侵略して政権転覆をさせた例、キューバ、失敗、ドミニカ、ベトナム、失敗、グレナダ、パナマ、イラク、失敗、アフガニスタン、イラク、リビエラ、ベネズエラ。もうこれは世界一のならず者国家と言っていいだろうっていうですね。まあ先ほどから言われてますけど、アメリカの裏庭と言われる国々に対してね、どれだけひどいことをしてきたかっていうのを、この一覧表でまあ一目瞭然なわけですよね。まあキューバがね、キューバ危機でキューバも崩壊しそうになったことがあったわけですし、まあベトナムはね、アジアの国でしたけれども、パナマのね、に関してはノリエガさんが逮捕されてしまったりとかですね、やっぱり中南米の人たちにはこういう恐怖の記憶っていうのがあって、まあアメリカがね、ならず者国家であるのは今まで始まったことではないっていう、まあ批判も高まってますよね。はい。テロとは国家権力が自らに従わない武装的な抵抗に対して貼り付けるレッテルですと。だからね、そう、国家テロ、そうですね。今回みたいな件こそテロとして言うべきじゃないかなと思いますよね。はい。そう、飯テロみたいなね、やっぱりカジュアルな言い方はやっぱり良くないですよ。はい。ムスリムの集団礼拝を湯浅忠夫が礼拝テロだと言ってた。何言ってんだ、あいつは。本当に。お前こそ。いや、ああいうなんか反社会的な人たちこそなんかテロリスト予備軍ですからね、言っちゃ悪いけど。さすがに彼をテロリストとは言わないけどね。どうかしてるなぁ。はい。三着手である反米の小沢健二さんはチャベスを強く支持してたけど、なるほど。まあ、チャベスを支持してた左翼の人は多かったみたいですね。ナオミ・クラインさんも初期は支持してたらしくて、ちょっとびっくりしたんですけど、なんかナオミ・クラインさんすげえ悪口言われてて、ナオミ・クラインはずっとね、チャベスを支持してたから、マドゥロも支持してるに違いないとか言ってたんで、調べたんですけど、一応彼女は支持を撤回してたようです。はい。ですね。いやでも C 線とかね、なんか共産党さんがこういう時にやっぱ正論言ってくれてるのにね、なんかね、いちいち本当、誹謗中傷すんのもね、ひどいですよね。はい。で、今夜エアフォースファン機内で記者たちと話したドナルド・トランプはコロンビアを脅迫し、キューバを脅迫し、イランを脅迫し、メキシコを脅迫し、ベネズエラについて米国が主導権を握っていると言い、米国はグリーンランドを国家安全保障上の観点から必要としていると述べたということで、まあこれにも触れていきたいんですが、グリーンランドが欲しいみたいなことを今度は言い出してるんですよ。アメリカ高官の妻、グリーンランドに星条旗の色をつけ投稿、現地反発ブレイということで、デンマーク実業のグリーンランドというところがあるんですけれども、まあ、もちろんこれね、デンマークの人たちはね、去年からずっと激しく反対しているんですが、まあ、トランプさんはですね、ずっとグリーンランドが欲しい、グリーンランドが欲しい、グリーンランドが欲しいみたいなことを言っていて、ついに、アメリカのですね、スティーブン・ミラーっていう人の大統領補佐官の妻のケイティさんがこういった画像をですね、X に投稿したと。もう何なんだよ、この国はよっていうですね。もうなんか侵略欲を隠そうともしてないですよね。もう呆れてしまうんですけれども、まあグリーンランドについてもですね、欲しい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 みたいなことを言っているそうです。イムってワンピースの悪役みたいですよね。社会主義国家への期待はあったんでしょうね。まあそうですね。チャベスはね、期待はされてたんでしょうね。いやでも本当ノーベル平和賞廃止した方がいいですよ。なんか今回グレタさんに与えないでね、あんな人に与えちゃった、あんな人っつったらあれだけどね、与えてしまったのはね、最悪だったと思いますよね。クリントン大統領は自国で余った米を援助と称してハイチ共和国に押し付けていました。そうなんだ。いや、ほんとひどいな、アメリカ。共産党が言ってるから共産党の言ってることは間違ってる。だからそれはただの反共主義でしょっていう。こんな時にだけ無知で愚かな女性を利用するのかなっていう。まあただね、そのケイティ・ミラーさんに関しては、まあその夫さんとね、大体意見が一致してる人なんで、ただの女性じゃないですよ。
のスティーブン・ミラーっていうのがまあとんでもないやつで、トランプのゲッペルスって言われてるんですけど、まあ、米大統領特別顧問のスティーブン・ミラーという人がね、まあありとあらゆるところで暗躍してる人なんですが、グリーンランドは米国に所属すると宣言したと。だからグリーンランドの将来をめぐって米国と軍事的に戦う国はどこにもないとまで今日言い放ったらしいんですけど、おそらく妻にわざと投稿させて、だからまあコンビプレイなんだと思います。意見が一緒なので、で夫の方がこうやって公的に表明するというですね。はい。本当になんかこういうやつらしかいねえのかっていう感じがしますけれども、まあトランプの周りにはこういう極右の人たちがいっぱいいるんですよね。はい。いや、トランプのゲッペルスは本当侮辱してんだかね。いや、褒めてはいないけど、本当侮辱にも程がありますよね。はい。そうですね。麻薬が主だった目的でないことはもうなんか話し始めましたよね、自分から。はい。いや、ほんと嫌なコンビネーションですよね。10年後の歴史の教科書はトランプをどう描くのか、いや、最悪の独裁者だと書いていてほしい。せめてニクソンよりは低い評価にしてほしいですね。サリーさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ね、で今回ですね、あまりのトランプの暴虐に、まあ、新聞各紙がですね、正気に戻ってと言ったら失礼だけど、すいません、ちょっと差別的だったかもしれない。ごめんなさい。日経新聞がですね、土星論を書いてまして、ちょっとびっくりしたので引用します。秩序を壊すベネズエラ攻撃を非難するということで、これって本当に日経新聞って思うぐらい、まともな内容だったのでですね、読んでない人はぜひチェックしてみてください。日経新聞、私は普段批判してるんですけど、米国の麻薬流入を食い止めるためなどと主張しているが、国際法上の正当性を欠く疑いが強く、法の支配を損ない国際秩序の瓦解を助長しかねない今回の軍事行動を非難すると。トランプ政権はこれまでもマドゥロの資金源である石油単価を拿捕したり、中南米の海域で密輸船とみなした船を攻撃したりしてきた。後者は過剰攻撃である。まして国連決議もなく他国の領土で実行した今回の軍事作戦は主権侵害の阻止流を免れない。ウクライナ侵略をどうやってこれで非難するのか、台湾有事はどうするのかというですね。ってまともな保守派じゃんってですねいつもこんな調子でいてくれたら助かるんですけど、高市早苗さんを擁護したりとか、最近の富に評判を落としてる日経新聞さんなんですけど、さすがにちゃんとしたね感覚というか、新聞はやっぱこうでないと困るんですけどね、もちろん朝日新聞とかもこういう感じで正論を書いてくれてるので、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんかありがたいなと思ってしまいます。はい。成関奈さんお久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。ニルバナさんもコンカラスです。今年もよろしくお願いします。いや、ほんとグリーンランド侵略だってとんでも話にリアリティ持たせないでほしいですよね。いや、ほんとね、ミラーみたいな人はただのファシストですからね。本当に。スティーブ・ミラーさんと間違えないでください。彼はね、ミュージシャンなので。いや、本当普段からこういう論調で、ね、書いてくださいよって感じですよね。なんで普段あんなんなんですかサナ活とか書くのやめてくださいって感じですけど。はい。で、ただね、中東の新聞さんはね、もっと踏み込んだことを書いていて、ベネズエラの大統領代行、先ほど触れられていた、ロドリゲスさんなんですけれども、彼女がですね、事実上ベネズエラのいきなりトップに立ちました。で、どういう人物なのかと言ったんですが、米国の攻撃にはシオニズムの色合いがあったということでですね、今回の攻撃をいきなり絶賛したのが、イスラエルなんですけど、ベネズエラ、ボリバル共和国は間違いなくシオリスト的な色合いを持つこの種の攻撃の被害者標的となったことに世界中の政府が衝撃を受けていることだろうというふうに述べて、暗にイスラエルのこともですね含んだ非難をするという、すごいという。なので最初はね、ロドリゲスさん超強気だったんですよ。3日の攻撃の時点ではこういうことを言ってですね、アメリカの返す刀でイスラエルもまとめて非難するというようなことをしていたわけなんですけれども、はい。先ほど TBS でも言ってましたが、正しいことをしなければ大きな代償を受けるとトランプ大統領がベネズエラ副大統領に警告したということで、ロドリゲスさんに関してですね、正しいことをしなければ大きな、代償を支払うことになるぞというようなことをしてですね、武力介入を拒否するんだったらね、お前どうなってるんだかわかるだろうなと、2回目の攻撃をですねちらつかせつつ言ったそうでして、
これって何らかの罪にならないんですかね。脅迫ですよね、間違いなく。だから、ロドリゲスさんに対する。だから多国元首、今や多国元首ですよ。副大統領から昇格した、事実上昇格してるので、大統領代行ですけれども、事実上のね、今のベネズエラ大統領が、まあ、このように強くアメリカに出たんですけれども、だからいきなりね、お前の上に爆弾落とすぞみたいなことを言ったんですよ。これ恐喝だし、何らかの戦争犯罪にならないんですかね、これも。ちょっと信じられないコメントなんですが、トランプは本気で言ったみたいです。はい。で、残念ながらですね、ロドリゲス大統領はちょっと意見がぐるっと変わって、まあ、米政府と手を取っていくと、まあ、仕方がないという判断だったんだと思いますが、自身の SNS にアメリカ政府トランプ大統領と手を取り、新しいベネズエラを作りたい。私たちは戦争や無用な領血は避けたい。ベネズエラを再び偉大な大国にしたいという声明を発表したということで、まあ、これね、おそらく軍人さんたちも並んでの写真なので、まあ、おそらく妥協して話し合ったんだと思います。なので、一日にしてですね、意見が変わってしまったわけなんですけれども、まあ、そりゃまあ仕方ないといえば仕方ないですよね。これはだってもう脅迫でしょ。いくらなんでもお前も殺すぞみたいなことを言われたら、まあ屈服せざるを得ない状況だよなとは思います。朝日毎日しか読んでなかったけど、いや、ほんとね、日経がこんなまともな社説をね、ひどい、ちょっと普段のね、いかに悪く評価してるかがあれで申し訳ないんで、日経さんには申し訳ないですけどね、まともな社説でよかったです。味方陣営のグリーンランドまで強奪しようとするなんてヒットラーでもやらないだろうっていうね。いや、同盟国ですからね、デンマークね。どうかしてますよね、本当に。これ国家ぐるみの殺人予告ですよね。いや、ほんと殺人予告だと思いましたよね。大きな代償ってこれ、だからね、お前も殺すぞみたいなメッセージじゃないですか、どう見たって。さすがにレトリックだとしても言い過ぎでしょう。恫喝ですよね。はい。この番組にとってはマグロの初競りの方がニュースの優先順位の星として高いのがまた。テレ朝というかなんか日本のやっぱりベネズエラのニュースの優先順位低すぎますよね。もうずっとだからベネズエラニュースでもね、おかしくないぐらいのことが起きてるのに、勘ぐれお前よりひどい。アメリカにご親族の命を握られてしまった可能性はある。そうですね。ロシアにちょっといたらしいので、なんかわかんないですけど、まあ、ロシア同盟国なので、まあ、もしかすると、まあ、ロシア経由で何か脅しが入ったかもしれないですよね。はい。だから本当力ずくで現状変更してますよね。ね、ただのレトリックとも思えないですしね。まあ、ただ内憂外患でして、ロドリゲス大統領の足場がまあ怖い、弱いっていう話ではあるんですけど、まあ当然アメリカの圧力のせいなんですけど、まあ反対派勢力もいるわけですよね。ノーベル平和賞2025を受賞されたマリア・コリナ・マチャド様でございますが、ベネズエラが解放されたと投稿しました。トランプによる主権侵害としてのマドゥロ拘束を法執行であるというふうに賛辞を送ったということで、いやー、絶対この人にノーベル平和賞を送ったら完全な間違いですよね。だからこれノーベル平和賞解散、ノーベル賞解散に値するんじゃないかと思いますよ。だから国際法とか主権を完全に無視した、いくら確かにマチャドさんね、平和民権活動家ですよ。それはね、評価しますけれども、ここまでの暴挙をしておいて、いくら親米だからっつって、ね、トランプを絶賛するコメントをこの人投稿しちゃったんですよ。終わってるでしょ。だから絶対ね、こんな人を大統領にしちゃいけないんですよね。ただね、ロドリゲスさんが都合悪いから、まあ、マチャドがですね、大統領に据えられるんじゃないかっていう噂もあったんですけど、どうもそれはないらしくて、なぜかというとトランプから支援を買っているからだそうです。ホワイトハウス関係筋によると、トランプがマチャド氏を後継指名しなかったのは、トランプを差し置いてノーベル平和賞を受賞したからであると。要はトランプ本気で平和賞を欲しがってたみたいなんですよ。だからマチャドさんをすごく恨んでいて、お前のせいで私がノーベル平和賞を取れなかったではないかと、まあなんか本気で言ってるらしいんですね。で、マチャド氏は FOX にて、まあ、平和賞をトランプとシェアしたいと、絶望的なすり寄り姿勢を見せるも、単にトランプはベネズエラの民主化なんてかけらも望んでないので、まあ、マチャドさんが大統領になることはないと思います。それだけは良かったと思いますが、なんだ、ほんとこいつら、マジで。
国際法違反の攻撃を正当化するノーベル平和賞受賞者と、そしてなんかそれに対してなんかもう僕が平和賞取れなかったのが悔しいんだもんみたいなことを言うアメリカ大統領。もうなんかこの世界、地球に住んでることが嫌になるようなやりとりだなと思いますね。はい。いやー、平和って何なんでしょうね、本当に。もう、戦争は平和であるみたいな。本当に1984の世界ですよね。この人が政権取ったとって親米独裁政権になりかねないっていうね。いや、でも本当になりかねないと思いますよ。絶対平和にならないでしょう。多分内戦になりますよね。だからそれだけは良かった。内戦になりなさそうなのだけは良かったと思います。はい。本当市場ですからね。マチャドのノーベル平和賞報道の時にキャスターが世界は見ていますねみたいなこと言ってマチャドに対して称賛してました。いや、あの時すごい褒めちぎってた人いっぱいいましたからね、リベラル派にもね。覚えといた方がいいと思いますよ、本当に。だってこの人当時からずっとシオニストだとか、まあ、右翼だっていう風に非難されてたのに、まあ、民権活動家ではありますけれども、ね、絶対こういうこと言うだろって思われてたのに、そのことを都合よく無視してた人いっぱいいましたからね。はい。いやもうね、ニュースピークですよね。ノーベル平和賞本気だったんだ。後任が誰だろうとトランプの傀儡だろうっていう。まあでも傀儡になるならね、やっぱりロドリゲスさんの方がまだマシだと思います。危ないことはしないと思うので、はい。いや、ほんと地上げ屋ですよね。平和賞をもらえなかったから表立ってでも虐殺国家の道を歩むということなのか。アメリカが殴り込んできて政権が倒れた国がその後どうなったかを中東など見れば全然手放しでは寄り込めないと思うんで。だからマチャドさんほんと何考えてんすかね。楽観的に考えすぎなんじゃないですかね。だってベネズエラ人なんだから、ね、他の国がどうなったか知ってるはずなのにね。まあ立場上の問題、ポジショントークなのかもしれませんけれども。ノーベル殺人賞。本当に。いやー、ノーベル虐殺賞。いやー、でもトランプに平和賞をあげて、まあ、ノーベル虐殺賞に今後変更しますって言ったらね、いやー、まあ、そこまでニヒリズムがなんか蔓延するのはちょっとどうかと思うので、まあ、私は廃止してほしいなと思います。はい。ということでですね、ただそういうね、虐殺勢力に屈しないのが、まあ、中南米5カ国とスペインですね。はい。まあちょっと希望の星と言ったらね、言い過ぎかもしれないんですけれども、頑張ってます。ガブリエル・ボリッチチリ大統領。チリのは原則と価値観の完全な一貫性を保っている。独裁は支持正当化せず、誰がどの正当性で一国の未来を決めるのかという問題である。今日はベネズエラだ。麻薬テロは資源支配の言い訳に過ぎない。明日は他国にどんな言い訳もあり得る。主権と国際法は選択肢ではなく正当な秩序の基盤であると。高市早苗さんにセクハラされてたの覚えてます？ボリッチさんってなんか肩にテーマ合わされたりね、変なことされててちょっとかわいそうだったんですけど、でもそれでも嫌な顔一つせずにね、おうグッドグッドみたいなことを言ってくれてた、まあなんか気のいい人だったんですけどね、まだ30代だったかな。でもこういうやっぱり人にね、なんか大統領やっててほしいですよね。これが当たり前のコメントじゃないですか。だから別にね、マドゥロを正当化する必要なんて1ミリもないんだから、国家元首として出すべきコメントこれしかないと思うんですけどなんでヨーロッパは全員これを出さないんですかね。はい。なのでヨーロッパの例外、ペドロ・サンチェス大統領、ベネズエラの状況は外部からの干渉な国際法を遵守し、ベネズエラ国民のあらゆる表現における意思を尊重し、対話、交渉、平和的手段のみによって解決されなければならない。スペイン政府はブラジル、チリ、コロンビア、ウルグアイ、メキシコと連帯するということでですね、もう EU 公式声明でこれ言えやっていうふうに思うんですけど、残念ながらスペインのね、左翼、大統領の、ペドロ・サンチェスさんだけが、こういったことを言ってらっしゃるそうでございます。はい。私はペドロ・サンチェスさんを応援しております。いやでもなんか EU もな、こういうことを言う人がサンチェスさんぐらいだけになってしまってるのがちょっと危ういなと思いますね。仮に平和賞をもらったらもらったで、それを盾に平和の戦士として同じことをしていたトランプ。まあでも本当にトランプはね、本当はというか、どうなんでしょうね。ガザ虐殺だけは止める気あったのかなという気がしないでもないですけど、結局止めてないですからね。まあやっぱりね、すぐに自分の思い通りにならないと、まあやる気が失せるのかなんか知りませんが、まあ平和を目指している人では最初からないのでね。民主化活動家が取ると聞いて嬉しくなりましたが、中身を見て手のひらを返しました。
あの方か、あれは本当にお気の毒であった。そうですね。ガブリエル・ボリッチさんですね。はい。フランスの発表を見ましたが、寒気しました。エイフツはね、最初というか、フランス大統領のマクロンさんという人はね、もうなんか高市さんよりもなんかヘナチョコな、なんかアメリカの字も出さないような声明を出していてね。ただサンチェスさんに相当怒られたらしくて、EU の総合的な発表としては、フランスも共同でこれを出しているので、一応軌道修正したんですかね。もう本当フランスは危ないですよね。大丈夫なのかなっていう。いや、本当スペインね、まともですよね。はい。そう、スペインはね、パレスチナ連帯するっつって、イスラエルへの支援も止めてますからね。本当に偉いんですよ。常任理事国がなんかみんなダメって言うですね。だから EU の両親をね、だからスペインとか、一部の国に、アイルランドとかね、一部の国にやっぱ偏ってるんですよね。はい。もうスペインを常任理事国にしてくれ。野球見てると、キューバやベネズエラの政治は亡命しまくるし、そういう国の政治状況とアメリカの困難の非難は両立することだと。そうですね。確かにキューバも先ほど褒めましたけれども、もちろん独裁なので、いろんなね、亡命したりする人が出るわけじゃないですか。だからそれに言った抑圧的な状況は当然非難されるべきです。当然非難されるべきですしね、マドゥロが独裁者だったのはね、周知の事実なので、全く肯定する気は1ミリもないんですけど、ただ、今回の非難はそれと両立するっていうことですよね。そうですね。フランスちょっと取り上げませんけどね、国民接戦のマリーヌ・ルペンさんって極右の人がね、マクロンと正反対でまともなことを言っててね、逆に怖くだったんですよね。彼女は多分ロシアに合わせたんだと思いますよ。ただロシアに合わせたんだろうけど、なんかフランスでの人気が逆転したりしたらそれはそれで困りますよね。はい。はい、ただですね、海外の大統領とかね、確かにまともでないというか、ちょっとアメリカを容認しちゃってるような人たちもいますけれども、EU がね、なんとか EU とか南米の国々がなんとか踏ん張ってる中で日本の政治家は何を言ってるでしょうかということで、はい、ベネズエラ情勢について新年早々、米国によるベネズエラ侵攻作戦マドゥロ大統領拘束という、衝撃的なニュースが、飛び込んできました。長島昭久、東京30区ですと、いうことで、うにゃうにゃなんか書いてるんですけど、米国はこれまでにも2003年のイラク侵攻など国際法違反が濃厚な軍事行動を行ってきました。今更面食らったようにそれを叫んでみてもナイーブなのではないでしょうか。この際私たちは現下の国際法が法と秩序に基づいて整然と統治されているという甘い考えを見直す必要がある必要のではないかと思います。これは何って。外務省声明からこれ完全に反してないですか？現下の国際社会が法と秩序に基づいて整然と統治されていると考えるのは甘い考え方であるって。だからパワーによってですね、統治するのが、実際のリアリズムでありますから、なんかいろいろ書いてあるんですけれども、こういうね、米国が率先して同盟国を支援してくれっていうようなですね、おめでたい時代は終わりつつあります。この認識こそが最も重要なポイントですって。いや、それ高市さんに言えよっていう感じなんですが、でリベラルな国際秩序は崩れ始め、19世紀型の大国間の勢力均衡政治に移行しつつあるということで、これを前提に日本の外交安全保障戦略は練り直さねばなりませんとまで言い切ってるんですけど、これ自民党としてこの見解を放置してていいんですかね。なんかあんまり自民党内から小野寺とかはね別の意見でしたけど、あんまり非難とかが飛んでないんですけどいくら長嶋さん個人の見解だとしてもこの人自民党の重鎮でしょねえこんななんかさアメリカのパワーポリティクスにそのまんま従えみたいなこと言ってる人のなんか意見がそのままバズってて大丈夫なんですかね。いやもう勘弁してくださいよっていうね、あなたたちだけで政権運営してて、あなたたちだけで別の国を運営しててよっていう感じなんですけど、アメリカが自分勝手なことをするからといってなんでその自分勝手に日本が従わなきゃいけないんですか。でなんかね面食らったように言ってんのはナイーブだとかで2年前からガザ虐殺にこっちは反対してるんですけど、意味がわからない。いやもう極右ばっかりで右向けないですよね。首がねじ切れますよね。はい。もちろんキューバもね、ベネズエラもそうですけど、経済封鎖と嫌がらせをずっとアメリカから受け続けてますからね。法は前、時代はパワーだ。
トランプに高市が拉致されて経営されてもそれでいいって言い出す。そうですよ。防衛副大臣ですよ、この人。だから、防衛副大臣で政調会長代理でしょって、防衛副大臣現役じゃないか、ごめんなさい。今は政調会長代理なんですよ、でも。でも防衛副大臣の経験もあるし、だからね、まあ、長嶋さんといえばね、自民党のまあ、偉い人なので、ちょっとびっくりしました、このコメントには。いくらなんでも言い過ぎだろっていう。しかもこれで誰も党内から非難来ないのっていう。いやー、ちょっと驚きですね。はい。いや、だから軍資気取りでこういうこと本当言わないでほしいですよね。だから自民党の意見として捉えられるじゃないですか、対外的にも。この人が言ったら、その辺のね、杉田水脈みたいな人が言ってんじゃないんだから。ってね。まゆちゅんさん、初コメありがとうございます。まゆちゅんさん、ありがとうございます。ベネズエラは国民の命を人質に取られてるんだろうなと。いや、ほんとね、ロドリゲスさんからしたらね、ああいうね、脅迫的なことを言われていたわけですけれども、もちろん自分だけのことじゃないわけですよね。他の閣僚の人たちとか、市民の命が人質に取られている状況なので、まあ、致し方ないという決断だと思います。いや、なんかロドリゲス大統領が穏健に運営してくれればなんとかなるのかなという気がしないでもないんですけどね、本当内戦に突入したら最悪なので、はい、ちょっと不安ですね。いや、そう、防衛副大臣とかね、首相補佐官とか歴任してたんですよ、この人はね。今はね、政調会長代理ですけど、どのみち大御所ですよね。だからそんな大御所ポジションの人から言うセリフとは思えないですよね。いや、自称リアリストって現状追認するだけで未来に対しては対人版ですということでですね。はい。携帯のコネさん、コンカラスです。今年もよろしくお願いします。さすがに侵略すぎでしょっていうことで、はい。リアリストといえば、はい。アメリカのベネズエラ攻撃あまりにめちゃくちゃだ。もはや国際社会は全くこれを抑止できないわけで、これが新しい現実なんだろう。イスラエルについてもしかりで、正義や法とかについて話していても虚しいだけだ。今や大国軍は何でもできるのだという。いやもう喋らないでほしい、東博樹さんには。いや、この人だからこういうシニカルなことを言ってなんかすごいカッコつけてるんですけれども、もう影響力とか考えるとやっぱりそれを素直に受け止めちゃう、特に若い人とかいるじゃないですか、絶対東さんだからもう黙っててくれよっていう。まあこれを多分からシニシズムっていうかシニカルで言ってんだということは伝わりますよ、そりゃね。時宜通り受け止めちゃいけないんでしょうけれども、まあその一例としてですね、まあ何回もすいませんね、コメントで名前が出てましたけど、はい、ケイスケ・ホンダさんですね。アメリカのベネズエラ大統領の件、いろんな意味ですごい。世界の警察が再始動したって感じ。これで大半の国の支配者らとの交渉がやりやすくなる。パワープレイの使い方のお手本。賛否両論あるかもやけど、誰も止められないというのが現実だ。80人以上死んでるんですけど、パワープレイで済ませてるんですね。すごいな、この感覚ちょっと理解できない。なんかサッカーファンの人たちも愚弄してないですかね、これ。まあこんな感じで大炎上してるんですけど、まあただこの方の指摘がちょっと信用食ってたので引用したいんですが、パワープレイ云々よりも私はね、後の賛否両論あるかもやけどの方が気になった。この霊障的態度こそが日本に蔓延しているしょうもない空気であり、これこそがジャーナリズムや教養を捨てたメディアの影響だと思う。今の日本人が多くの、このポストと同じことを言うと思う。思考するより霊障する方が楽なのだろうというですね。こういうやっぱりニヒリズムみたいなのが蔓延するとあっという間にファシズムに流れますからね。最低のコメントだと思います。はい。ということでですね、これをリベラルの責任、リベラルが悪いって本当にリベラルが悪いって言っとけばいいってもんじゃないだろう。そう、現状追認してればそう、自称リアリストって誰にもなれるから本当に楽な商売ですよね、これでもうこんなこと言ってて登録者数稼げるんだったらやりたいわって言いたくなるけど本当にいや、本当東さんのカッコつけ虚しいだけですよね。誰が求めてんだっていう。法と秩序とぶっ壊してる連中がいるのは現実ですけど、抵抗せんのかーいって哲学者が自分はもう思考をやめるっていうことは言ったんですかってい
いやー、でもなんか最近ほんとね、思考やめちゃってますよね。当時はちゃんと考えてた人だったと思うんですけどね、あずわさんって。あんまり、私もだから著作ね、ドーポモぐらいしか読んでないからあんま偉そうなこと言えないんですけど、こんな人じゃなかった記憶があるんだけど、それガザ行って言ってみろや。めっちゃファールでしょって本田圭佑変な本か YouTube でも見たんじゃないかと。いやなんかね、本田さんの場合はやっぱ周りにいる人が良くないんじゃないかって言われてますよね。だからまあ右翼だったりとか偉い人と付き合ったりがあるわけじゃないですか、多分立場的に。だからまあ周りから悪い影響を受けてんじゃないかっていう話は出てましたね。はい。だからといって許されるコメントじゃないと思うけど。自分が戦場に送られてから言っても遅いぞみたいな反省はもう通用しないなと思う今日この頃。だからしょうがないよねが一番良くないですよ。でもでそのニヒリズムですからね。ニヒリズムが蔓延した結果としてファシズムが生まれたっていうね、時代の流れを考えてほしいですね。歴史っていうかドイツの歴史ってまさにそうなんで、そう自分が殺されることも使われることもないというね、謎の霊障的なね前提ありきなのも傲慢ですよね。賛否ってないや非しかないわってそう人間はそんなものみたいな感じで正当化してるのがね、ほんと醜悪ですよね。はい。批判されることが怖いんですかね。しいたけさん、コカラスです。今年もよろしくお願いします。原爆投下にだって世界では賛否両論あるわい。原爆反対ということですね。いや、本当ですよ。だからこういう時こそ反省平和を叫んだ方がいいと思うんですけどね。はい。そう。ね、もう一方でそうネットリンチをする人たちもすごく増えてますよね。だからその霊障の反動ですよね。だから面白くないから結局そういうとこではけ口を求めるっていうですね。あずわさんって哲学者なんですかはい、地獄への道は霊障で保証されている。いやーでも本田さんは本当ね X から離れた方がいいと思います。こんなコメントを書いちゃうのはねもうダメですよ。毒されすぎですよね。はい。まあネガティブバタリアンなのかもしれないですけど、それにしてもひどいですよね。はい。だからやっぱりアメリカがそうやってリンチ集団みたいにね、自警団みたいに振る舞ってることの影響だとは思いますよね。でも本当は安全な場所にいるからこそできることがあるんですよ。先ほどのガザの人たちのね現状わかるじゃないですか。できることが限られてるんだから、私たちの側がやらなきゃいけないことが支援とかたくさんあるんですよ。それを分かってほしいんですけどね、なかなか伝わらないですね。はい。で、またちょっと違う方向からグレンコ・アンドリーさんなんですけど、日本政府は早く支持を表明した方がいいですよ。無傷でトランプをいい気分にさせるチャンスですっていう。なんかトランプのご機嫌取りに全力を振るべきだと。今回はチャンスだぞみたいなことを、ウクライナ人の立場から言ってらっしゃるんですけど、はい、ですね。米国は次に何をすべきか分かっている。ベネズエラ大統領拘束でゼレンスキー氏ということで、ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したことを受けて、ロシアを念頭にアメリカは次に何をすべきか分かっているはずだと述べましたって。いやでもこれ皮肉ですよね。もう完全にトランプを半ばはっきりこの人も明言はしてないですけどね、完全にトランプを非難してると思います。いやーなんかねゼレンスキーは嫌いな人たくさんいらっしゃるのはね分かってますけどね、私はやっぱりこういうとこ信用しちゃうんだよな。ウクライナ人系のアカウントはねやっぱり皆さんねめちゃめちゃアメリカ非難しててね、トランプはねおかしいだろうって、国際法も何も分かってないし我々のねゼレンスキーがね誘拐されても同じことを言うのかみたいなことを言って結構めちゃくちゃ言ってた人たちが多かったんですけど、霊障というかね皮肉っていうのはやっぱりこういう時にこそ使うべきことなんじゃないかなと思います。だからトランプはねこんなことを平然とするんだったらプーチンをさらってみろって言ってみせたわけですよね。はい。全くおっしゃる通りだと思いますよね。はい。だからねこんなことが許されるんだったらゼレンスキーさんとかねプーチンをね大統領を誘拐して暗殺したってね許されてしまうはずであって、じゃあ何のためにウクライナは戦争してるんだっていう話ですよね。もちろんウクライナだって戦争したくてしてるわけじゃないんですけれども、はい。ということでこういうね軽薄なニヒリズムに対して、ちゃんと本当のリアリストの人のコメントだなと思いました。ですね。そうですね。なんかいじめリンチみたいなねことをするや X のアカウント出てきて本当にやばいですよね。人の生命軽視してんの根本的にダメだと思いますね。国は何々だから仕方ないが本当侵略してもいいわで来てるのがあまりにも怖いですよね。
だから本当ね、プーチンがゼレンスキー拘束しても非難できないですよ、こんなことしたら。だからそういうニヒリズムに走ってはいけないと思います。ゼレンスキーの言う通りです、ここは。ということでですね、まあそれでもトランプを支持している人たちは何に頼っているかというと、はい、AI 動画ですね。ベネズエラの人々が膝をついて泣きながらアメリカに感謝します。私たちを解放してくれて英雄ドナルド・トランプありがとうと言っているということなんですが、はい、フェイク動画ですね。後ろで振られている国旗のデザインが崩れていますということで、まあ見ればわかるっていう感じの動画なんですけれども、ただ、AI にしては結構出来がいいので、かなりの人が騙されたみたいですね。はい。なので本当にグロックのねがあなってからもう X の動画は全部信用できないと思います。平然とこういう偽動画が流れてますので皆さんも気をつけてください。はい。でフェイク動画を拡散する連中の多くは騙されやすいんじゃなくてフェイクでも本物でもどっちでもいいと思ってるだけっていうことでですね、まあ香港紙がいろいろな、メディアを報じているんですけれども、全てにコミュニティノートがついてますね。ベネズエラ国民が喜んでいる、これはどういうことかコメンテーターを説明しよう。どんなに辛かったか自国民しかわからないことがあるのではないか。ベネズエラの人たちに米軍は歓迎されているというですねまあこういうフェイク動画とか、まあベネズエラ国外のね、ベネズエラ人の人はもちろん喜んだりいたりするので、実際にね、もちろんそれはね、マドゥロ独裁者でひどい目にあって逃げてきた人もたくさんいるので、それ喜ぶ人はいると思いますよ。でもだからといってなんだっていう話ですよね。だからこういうのが情報操作っていうんですよ。まあポンコーさんはだからわざとやってるんだと思いますけど、本当にひどいなと思います。はい。人が殺されてるのにね、だから怒りとか悲しみじゃなくてね、だから炎症的態度が出るっていうのは本当やばいですよね。で、喜んだりしてるしね。はい。いや、本当に日に日にね、AI 動画クオリティ上がってるんで、本当気をつけた方がいいです。でもう極右連中はデマを流すのも恥とすら思ってないんでしょうね。はい。で、まあ、ロシアのボットでも知られるポッピンココさんですが、何十年にもわたった独裁者から自由を得たベネズエラ国民が歓喜する光景をオールのメディアは報じないと言っている。あ、これは本当っぽいですねと言ってますが、これも偽画像ですね。はい。デマをアップしてはノートがついて削除するを繰り返している常習犯ですということです。ただですね、当然ですけど、ベネズエラ国民にも喜んでいる人たちがいるので、私がね、参照したいのは、参考にしたいというかですね、まあ自分で検索して探したんですけど、こういった画像です。これ何だと思いますか？まあ私これ自分のポストなんだけど、サダム・フセインが倒された時のイラク国民の様子ですね。まあこれ結構有名な、写真で、アメリカ兵にキスしているイラク市民のですね、方の写真ですとか、こういった、写真がですね、西側のメディアでは広く報じられまして、まあ実際にイラクの方々ね、フセイン本当ひどかったんで、喜んでました。最初は。で、打倒サダム・フセインが成し遂げられたということでですね、特にフセインの圧政に苦しめられてきた人たちが歓喜の声を上げたわけですけど、この後イラク内戦が起き、民間人の死傷者は一調査によると40万人以上。だから彼らがね、実際にもう今生きてらっしゃるのかどうかさえもうわからないわけですよね。だから当事者の声なのは確かですけれども、だからといって周りが無責任にそうやってプロパガンダとかで利用したら絶対ダメだということがわかるじゃないですか。イラク戦争から本当に何も学んでないんだなっていう、まあアメリカに呆れてしまうのが私そこなんですけれども、はい。だからこういうプロパガンダを散々やってきておいてまたやるのかっていう本当に呆れてものが言えないですね。はい。そう、実際によるね、喜んでる人たちはいますけどね、だからアメリカ軍が今後何するか分かんないし、最悪の場合、イラク内戦コースに行っちゃうわけじゃないですか。あれね、何万人死んだと思ってんだって言いたくなりますよね。はい。本当だから何でしかないですよ。だから香港みたいな人はね、命を本当なんだと思ってんでしょうね。いつ爆弾落ちてくるかわからないのに手放しで喜ぶ国民多数というのは考えづらいですって。いや、全くその通りですよ。イラクの人たちだって結構怯えてたはずですよ。はい。だけどこういう、まあ画像だけがね、やっぱり新聞とかメディアではバーって取り上げられやすかったわけですよね。特にイラクの当時は。はい。もちろんね、まあ日本はね、ただ敗戦してね、ああなってるから、まだね、抵抗能力が全くない状態だったから、
ただ日本だってね、内戦になる可能性はゼロだったわけじゃないわけで、右翼の連中とかちゃんと生き残ってましたからね。はい。だからね、やっぱり、なんか日本のようにね、従順な奴らだったら支配できるみたいなこと言ってる白人が未だにいますけれども、みんなそうじゃねえからっていう話ですよね。はい。ソースを載せる投稿は良い行動ありがとうございます。必ず載せるようにしてます。はい。で、トランプ大統領、トランプ独裁者のですね、ベネズエラ軍事侵攻に対するデモ行進、逆にですね、反対するもちろんね、反対派の、アメリカ市民とかもいらっしゃるわけです。デモ行進に参加した女性がカメラの前で、これは単なる外国の問題ではなく、私たちの税金が戦争犯罪に使われているのですと主張した直後に手錠をかけられ、当局に連行されました。ロシアやイランでは抗議デモひどいものね。これアメリカ国内の映像ですかっていうことで、これディープフェイクではありません。実際に、報道された映像らしいです。ちょっとどういう状況、なぜ捕まえてしまったのかちょっとわからないんですけど、クフィアをね、掲げている、間違いなく平和主義者の女性ですよね。パレスチナのクフィアを掲げている女性が、こうやってね、ベネズエラ侵攻に反対で、私は反対ですということで、デモ行進に参加してなんか主張した直後にこう言ってさらわれるというですね。だから本当にこんな状況でなんかアメリカは他国のことを独裁だなんだかんだと言えるような状況なのかなと思いますね。はい。もちろんこうやってね、平和的に声を上げている市民の皆さんがいることは素晴らしいことですけれども、なんで捕まえたんですかね。はい。はい。キャビさんおやすみなさい。ありがとうございました。独裁者がいなくなれば一時的に歓迎するのはおかしくないけど、それで殺戮を正当化できるわけがないですよね。はい。そうですよ。イラク戦争のせいでISIS が生まれましたからね。はい。だからひどい内戦が続いて、反政府組織、反米組織が結集されて、ISIS が誕生したんですよ。はい。だから全くね、なんか、反省してないですよね。はい。そこに生きる市民の命と自由意志を抜きにして物事は語ってはいけないなと台湾の都県からずっと反省指導してる。いや本当にね、だからやっぱり当事者の人たちの上限って決定的に重要ですよ。決定的に重要ですけれども、やっぱり私たちに都合のいいように利用してはいけないんだと思いますよね。はい。香港って嫌なら日本から出てけっていつも言ってるから石破政権にどうして亡命したと思ってた。いや本当亡命してほしいですね。ああいう人にはね。もう今回の場合はアメリカに亡命してきているベネズエラの方々が喜んでいる映像がニュースで流されまくってます。それはアメリカ国内にいれば命の危険はないし、現地に親類や友がいるなら恐ろしかろうけれども、アメリカ国内で亡命者がトランプに反対できるわけがないですということで、その通りですね。だからアメリカに移民してる人がそれはね、トランプを褒めるでしょう。ね、当たり前ですよね。立場上言えるわけないじゃないですか。はい。抗議活動で道塞いでたから逮捕されたんだ。なるほど。ありがとうございます。風化情報ありがとうございます。いや、そんなことで逮捕しないでほしいな。本当に。で、そのトランプ様がなぜこのようなね、独裁ムーブを続けているか、ちょっと話が少し、変わるんですけれども、今回もですね、トランプの指定であるマール・ア・ラーゴっていうところで、軍事作戦をモニタリングしていたんですけど、なんとですね、マール・ア・ラーゴには安全なインターネット回線がある。それはあるだろうね。高度な電話システムがある。そして、X 上の投稿のライブフィードを表示する複数モニターにより、リアルタイム情報にトランプ大統領はアクセスできるようになったのだということで、X 情報 X 情報って何って感じなんですけど、はい。これが左がですね、想像された、作戦司令本部みたいな感じですよね、映画の。実際の作戦司令本部がこれです。右上、ピート・ヘグセスっていうね、おじさんの後ろを見ていただきたいんですけど、X のタイムラインですよね、これどう見ても。だから、ピート・ヘグセスさんとトランプさんは、ベネズエラを攻撃しているまさに真っ最中に X のトレンド画面を開いてたんですよ。なんだこいつらって感じなんですけれども、これは、だからもうトランプにとって戦争って多分ゲームでしかないんですよね。だから自分たちがやってることの世論っていうのも、その実際に世の人たちが何を考えているかを調査するんじゃなくて X のトレンドで決めてるんですよ。
ゲーミフィケーション現象って何回かで紹介してるんですけれども、ゲームをするようにね、現実を、組み立て直すっていう、もともとコンサルティングとかで使われてた手法で、ゴールとかをね、設定したり、ボーナスを設定したりですね、報酬を設定することによって、モチベーションを上げる、競争を上げる、イノベーションを生み出すみたいな、思想なんですけれども、もうなんかトランプはね、多分空爆したら何ポイントボーナスとかそういうノリで戦争してるんだと思いますよね。だからある意味やっぱり戦争が違う次元になってるのかなというふうには思います。X のトレンド見ながら戦争する人ってさすがに前代未聞じゃないですかね。人類史上初じゃないかなと私は思うんですけど、はい。いやだからね、統治のこととか何も考えてないの。この画面一つでも明らかですよね。だから X のトレンドしか見てないんだから、後のことなんて考えてるわけないんですよ。だからいかに自分たちをかっこよく見せて、表面上ね、アメリカの世論を操作するかしか考えてないですよね。はい。何でも実況 X ってもう人間として恥ずかしくなるっていう。かっこつけてるつもりが Twitter の画面が見えることによって、いやでもこの絵面取られると思ってなかったんですかね。本当に。はい、104さん、コンカラスです。いや、本当ね、あらゆるものをゲーム化するのやめてほしいですよね。だから一刻も早く、結局こういう、だから Twitter だってイーロン・マスクが作ってるわけじゃないですか。だからね。ただこういったところで手法的な部分では確かにゲーミフィケーションだとか遊び半分だとかそういったところもね指摘されると思うんですけど、根源的にね今回の、これが戦争と呼べるならですけれども、今回のこういうベネズエラ侵攻戦争が何のために行われているのかっていうところなんですけど、いろいろ言われてるじゃないですか。石油だとか麻薬だとか。ただどれもやっぱり芯を食ってないなってちょっと思ってて、それを思うのはね、なぜ、この本を読んだからなんですけど、資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのかというですね、有名な、社会主義者でフェミニストのナンシー・フレイザーさんという方の本なんですが、これ非常に良かったので、ご決闘いただいた方本当にありがとうございました。正月読ませていただきました。ありがとうございます。資本主義は私たちの生存の基盤を食い物にしているっていう風にナンシー・フレイザーさん主張してるんですよ。で、これどういうことかっていうと、資本主義のシステムって搾取があるっていう風によく言われるじゃないですか。マルクスっていう人がね、資本論っていう、本で論じたことの中核なんですけれども、余剰な価値みたいなものを生み出して、それを資本家側がうまく搾取して溜め込むという。だから資本家ばかりが豊かになって、労働者はなかなか豊かになれない。だから搾取をやめさせることが大事だっていうのが、共産主義とかね、社会主義を言う人の思想なんですけども、フレイザーはさらにこれ一歩踏み込んでて、搾取ですらないものがあるって、収奪っていうものがある。要は盗むんですよね。分取るんですよ。資本主義はその歴史上帝国主義とくっついて、社会主義も確かに帝国主義化している国はね、ソ連もとか中国とかいろいろありますけど、多くがグローバルサウスに住む人々などから収奪してきたと。典型的なのは奴隷貿易ですよね。奴隷の人たちって人権ないじゃないですか。本当にミームとかの軽い意味じゃなくて、本当に人権がある存在だというふうに見なされてなかったものだと扱われてたわけですよね。だから彼らがいくらね、大量のプランテーション農業でですね、多くの価値、とてつもない価値を生産しているにもかかわらず、彼らの懐には一銭も入ってこなくて、最低限の食べ物ぐらいしか与えられてなかったわけですよね。で、動物同然に扱われてきた。もちろんそれも動物差別もあったわけですけれども、そういった収奪っていうのが、完全なね、もう問答無用で全部分取られるみたいなのが許されてきたのが、資本主義の世界だと。で、資本主義って絶対に収奪がないと成立しないっていうのが、フレイザーの理屈なんですよ。これすごいなと思ってて、実際本読んでもらわないと、読まないとちょっととんでもない話に見えるかもしれないのでですね、ぜひ興味ある人は読んでいただきたいんですけど、資本主義のシステムは、それぞれの領域に存在し機能してきたものを際限ない価値増殖運動のための原料にしてしまうことによって荒廃させる。すなわちシステム自らを可能にするものを荒廃させてしまうのである。
私たちの、存在の基盤となるものだから、資本主義が、搾取している、例えば、家庭内で主婦と呼ばれてた、ね、人たちの差別されてきた女性の、家事労働とかもそうですよね。フレイザーはフェミニストでもあるので、そういったことも例に挙げるんですけれども、完全にですね価値のないものとして、収奪されていると。でこれが侵食され続け、とうとう持続不可能な状況に突入してしまうまでにやってしまっているのが現代社会であると。だから気候変動のような現象が起きて、自然からの収奪っていうのも今までずっとやり続けてきたわけなんですけれども、資本帝国がねそれがついに不可能になりつつあるっていうのが今の気候危機の正体だと、いうふうに論じられております。はい。興味ある人はぜひ読んでみてください。非常に良かったです。はい。ゆうごさん、こっから、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。昨日、徹夜で病気の鳥を見とり、眠いので寝ます。そうだったんですか。今夜、年が皆様にとって良い年となりますように。いや、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。いやゆうこさん、眠いところをね、ありがとうございました。お付き合いいただいてありがとうございました。ということで、ちょっと説明すいません。長くなっちゃったんですけど、ゆうこさん、ありがとうございました。ですね。バズりでエプスタインを上回ることも目的の一つだったのでは。でもそれはあるかもしれないですね。要はX のね、バズりシステムとかも、それがね、すなわち収益につながってるわけじゃないですか。だから、エプスタインの話とかをね、うやむやにするために、やったっていうところもあるわけですよね。だから、問題なのは、理由がないことじゃなくて、理由が多すぎることだと思うんですけど、帝国資本主義のためだったら何でもやるみたいなのが、トランプの価値観であり、フレイザーが批判している今のね、強欲資本主義なわけですよね。はい。いや、早いとこ読みたいということでですね、トリクルダウンってうまくいくイメージがないというですね、そう、本当ね、鳥さんね、無事でいてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうこさん。ということでですね、すいません、ちょっと話それちゃったけど、ただね、一つ言いたいのは、一つすいません、嫌味を言わせていただきたいのは、非常に、この内容をですね、まとめた優れた解説を書かれている、白井聡さんという方がいらっしゃるんですけど、こちらの記事もね、面白いので有料ですけどね、ぜひ読んでいただきたいんですが、ナンシー・フレイザーさんってガチガチのフェミニストでもいらっしゃいまして、ジェンダー不平等を根源からなくさなきゃいけないっていう意味で高市さんを批判したりもしてるんですよ。で 99% のためのフェミニズムが必要だと。だからエリート主義のね、リーンフェミニズムとか言われますけれども、典型的にはヒラリー・クリントンのようなね、白人上流女性のためのフェミニズムではなく、万人に開かれたフェミニズム、特に LGBTQ の女性とかトランスジェンダーの女性とかと連帯するフェミニズムが必要だということを力強く論じているのに、なんかトランスジェンダリズムがどうこう言ってるのはですね、白井さん、思想的に矛盾を感じなかったんでしょうか。っていうか、他のフレイザーも読んでないでしょ、あなたっていうのはちょっと指摘させておきます。はい。ということで、ちょっとこの本、いや、解説自体は良かったけどね、なんか白井聡が解説書いてるところだけは納得いかないんですけれども、個人的に。はい。でも非常に素晴らしい本だし、トランプが何をやりたいのかっていうのがね、すごくよくわかる本になってるので、よかったら解説だけでも読んでみてください。はい。ということでですね。いや、ほんとね、白井聡はね、問題がありすぎたんですよ。もう半分陰謀論者みたいになってるからな。OECD だったかな、トリクルダウンは現実に起こりえないって報告出てませんでした。いろんな人がでもね、言ってますよね。トマ・ピケティも言ってませんでしたっけ、経済学者の。はい。哲学の中はさ、社会学の白井。白井聡の矛盾。いやー、だからなんか別のフェミニストの方とかに解説をしてほしかったな。トラ資本家は利益を得たら生産手段の再生産や投資家への分配に回すだろうから、労働者階級が恩恵を得るはずもありませんという。そうですね。だから資本主義のシステムがそもそも搾取を前提としている上に、フレイザー曰く搾取だけではないと。収奪、分取ってそのまま返さないみたいなことも平然とやってるんだというですね。搾取と収奪って確かに曖昧なんですけれども、全部搾取だっていうふうに論じることもできると思いますけど、
その辺もね、詳しく論じられてる本なんで、よかったら読んでみてください。はい。はい。で、最後にね、当事者の、ベネズエラの話そろそろまとめにしたいんですが、当事者の方の言葉が重要だっていう話さっきしたと思うんですけど、ちょっと引用します。ビョークさんという方のコメントです。グリーンランドの人々全員に独立闘争での祝福を願います。私はアイスランド人ですが、アイスランド人は1944年にデンマークから脱却できたことに極めて安堵しています。私たちは言語を失いませんでした。そして私はグリーンランドの人々への同情で何度も胸がいっぱいになります。強制避妊の事件が持ち上がった時のような1966年から70年にかけて12歳の少女を含む4500人の少女たちが強制避妊されました。そして今もデンマーク人はグリーンランドの人々を二級人間かのように扱っているのです。2025年に親から子供を引き離す事件がありました。植民地主義は何度も私の背筋を凍りつかせるような恐怖を与えてきました。そして私のグリーンランドの同胞たちが一人の残酷な植民者から別の残酷な植民者に移るかもしれないという可能性は想像するのもあまりに残酷なものです。私たちのアイスランド語で言わせていただきます。親愛なるグリーンランドの人々よ、独立を宣言せよ。近隣の隣人からの同情的な願いを温かさを持ってビョークということでですね。まあでもこれホッとさせられるコメントですよね。今回私もね最初そうやって怒ってたんだけど、要はグリーンランドって今デンマーク領なんですよ。なので同盟国であるデンマークから無理やり奪おうとしていると。でデンマーク人の人々がみんな怒ってるわけですよね。だからトランプの行為はとんでもないことだっていうふうに怒ってる人が世界中にいるし、リベラル派の人から保守派の人までみんなそんな感じになったと思うんですけど、ビョークはですねただ一人さすがだなと思うんですけど、グリーンランドの人たちの気持ちになって考えてるんですよ。彼女はグリーンランド人ではなくアイスランド人なので、そこはね立場はちょっと違うんですけれども、同じくデンマークに搾取されてきて独立した国っていうバックグラウンドを持ってるわけですよね。グリーンランドは未だにデンマークの一部ですけれども、だからグリーンランドに住んでいる人たちの権利をまず第一に考えなければならないということをビョークは論じられていると思います。はい。ということでですね、やっぱりこういったね反植民地主義とかですね、反帝国主義とかフェミニズムの思想というのが、反資本主義にですね、そのままつながってるんじゃないかなと思いました。はい。好きなミュージシャンの方を書いている人が筋金入りのネトウヨだったことがあるそれは厳しいな。いや、ビョーク最高ですよね。本当にね、言ってること全部正しいからね一貫性がありますよね。パレスチナの支援とかもされてるんですけれども。はい。そうです。ダンサー・イザ・ダークで素晴らしい演技をしたね。映画は確かにちょっと悲惨すぎてね、病気いじめではないかっていう意見もありますけれども、私は好きでしたね。そうですね。デンマークはこの前のフィンランドじゃないですけど、反歴愛主義の問題もあって、占領地への差別もやっぱあったということですよね。それは私も知らなかったので、ちょっとびっくりしたんですけれども、生産集団の拡大のために他国への暴力を伴った搾取の、無限の拡大、帝国主義では資本主義の帰結であると。そうですね。帝国主義と資本主義が切って切り離せないものだってことを、フレイザーも論じてました。はい。エプスタイン疑惑ごまかすための信仰とか殺された人報われないし、そうだからデンマークの人たちのことも考えてないけど、もちろんグリーンランドの人たちのことも全く考えてないし、ベネズエラの人たちのことも何も考えてないわけですよね。だから帝国主義者の、根源的な傲慢さっていうのが、このコメントに、疲れてるんじゃないかなと思います。そうですね、反植民地主義の戦いをしていかなければならないと思います。はい。ということでですね、ベネズエラの件ちょっと長くなりましたが以上でございます。はい、すいません。いつも言うの忘れるのでこれをね導入したんですが、チャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。最近ちょっとなんか正月お休みしていたらちょっと登録者数減ってしまったので、よかったらですね、シェア拡散等もぜひよろしくお願いいたします。はい。ということでちょっとお水飲ませてください。
とうとう始めましたとうとう始めましたね。いや、以前からチャンネル登録と高評価のお願いはいつもしているんですけれどもすいません。カラスは100を地上波にダグもありがとうございます。よくは一度だけ大阪城ホールに行きました。自慢。おー、すごい。いいなぁ。生美容区見てみたいですね。一生に一度でいいから。はい。ということでですね。ただ皆さん、何か忘れていないでしょうか。はい。なんか忘れて終わりたい気持ちにもなってきましたが、はい。我が国の首相、高市早苗さんのお話をしたいと思います。昨年12月29日の総理公邸の引っ越し後は段ボール箱の谷間で生活しながら外出時に必要なもの、バッグやアクセサリーが入った箱を探し出す日々でしたが、1月4日の明け方についに段ボールの開封と片付けを完了しました。手は切り傷と汗だらけや重い箱の運搬と積み上げで大変でした。今朝6時頃から仮眠をとっていたら7時54分頃に北朝鮮がミサイルを発射。小泉防衛大臣も記者会見をしてくれました。29日の引っ越し当日は米国ウクライナ首脳会談の報告を受けました。30日は東京証券取引所の大納会に出席させていただきました。31日までの合計12回中国による台湾周辺軍事演習の状況報告を受け、日本政府として談話を、発出しました。1月1日午前は皇居に上がり新年祝賀の儀を行いました。2日は年頭記者会見の原稿準備をしてきたら急に米国のトランプ大統領との電話会談がセットされることになりました。3日は米軍によるベネズエラ領内の攻撃とマドゥロ大統領拘束事案が発生し、100人を超える邦人の安否確認や保護の指示を出しました。その後4日まで徹夜で自分の段ボールの荷ほどきと収納と洗濯に励みました。朝から北朝鮮 DPRK の対応もありましたが、午前10時過ぎにはベネズエラ在住の邦人の方々の安全確認の報告を受けほっとしました。今も旦那さんが空腹に耐えている様子なので、これから遅めの昼食、朝昼兼ねた食事の支度をします。それにしてもこの年末、次々にいろいろなことが起きて、特に外務省や防衛省や内閣官房の皆様や総理秘書官たちは休みなしだったと思います。皆様お疲れ様でした。明日は伊勢神宮参拝と年頭の記者会見です。内政も本格始動頑張ります。これが4日のですね、午後3時53分にポストされてるんですけど、これは何なんですかね。日記日記かよってですね。いや、もう意味がわからないんですけど、なんで総理公邸の引っ越しとマドゥロ捕獲が同列に書かれてるんですかね。おかしいでしょ、この人の感覚。いや、自分のだからその日々を書きたかったのはわかりますよ。わかるけど、でしかも旦那さんが空腹に耐えている様子なので、これから遅めの朝昼兼ねた、いやしなくていいからあなたそこまでクソ忙しいのに、まあ働いてまいりますのアピールなのかもしれないですけれども、夫さんの食事の用意はしなくていいでしょ。で、旦那さんって言っちゃってるし、もうで、まあ、ただですね、これに19万いいねがついてまして、大変な年末年始でしたね。心休まる暇もなかったんじゃないと思います。高市サーリーも僕たちと同じ生身の人間なんですね。どうか少しでも休めるときにゆっくり体を休めてください。お体を大事に、というような温かいコメントがたくさんついております。はい。いやー、ついていけないこの高市さんとその支持者の人々にはなんかテレビタレントならわかるんだけどね。だからテレビタレントがそのまま首相にならないでほしいですよね。いや、ほんとアイドルですよね、書きぶりが完全に。だからなんかちょっと首相になっちゃったアイドルみたいな、いや、本当に確かに、まあ、ねあんまり例に出したく、私ゼレンスキー好きだからあんまり例に出したくない。ゼレンスキーがね、これ就任直後に書くんだったらまだわからなくないですよ。あの人本当にテレビタレントで大統領やってて、で大統領を演じてて大統領になっちゃった人だから。でも高市さんってそういう人じゃないでしょ。だからトランプとの電話会談とか極めて重要な情報がいろいろ書いてあるんですよ。で、諸外国の人間を多分読んでるじゃないですか、この内容。で、だから、なんで働いてるアピールとかするのっていう。
働いている妻に飯の世話をしてもらうのかという、ね、パートナーさんが、確かに、障害のある方なので、それはね、わかるんですけれども、だから介護はあなたのもはや仕事じゃないでしょって、日本国首相なんですよ、あなたって。両立できるわけないですよね。いや、ほんとね、なんか言葉だけ働いてるし、ペルーで法人2人が負傷したことにはお見舞い申し上げてるより爆撃を受けたベネズエラよりはスルーなんだっていう、だから80人死んでんのにね、全く完全スルーなんですよ。法人のね、安否はね、確認いたしましたみたいなことしか言ってない。いや、まあ年末年始はね、休めたと思うので、それはまあ良かったですけど。そう、だからね、高市タクさんはね、介護が必要らしいので、それもだから自分でやってんのっていうですね。ナミさん、コンカラスです。ブルーバッジじゃなくてシルバーバッジですよ。だからこれなんだっけ、X でも公式アカウントにしかつかないバッジですね。はい。山健太さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お二人ともよろしくお願いします。今すぐやめてくれていいんですけれどもX 見てると穏健層は公明支持に切り替わり、その代わり参政党を支持しているような層が大量に流入している。まあ、国民民主党とね、参政党から大量に高市支持に切り替えてるというのはね、朝日のデータで明らかになってるので、もう事実と扱って構わないんじゃないかと思います。いや、ほんと福祉サービス受けなきゃダメですよ。だから福祉サービスを高市さんが拒否するから他の人たちがね、そう受けられなくなるでしょって。だからプロにお任せしてくださいよってもう話なんだけど、ただね、やっぱり最悪なのはね、ジェンダー的な描写もやっぱり最悪だと思うので、ちょっと引用したいんですけど、高市総理の声明の内容よりもその後に同情を求めるように睡眠も取れず引っ越しが火事でボロボロになりながら危機対応のために頑張る私アピールをされたことに驚きました。一国の首長がこんなにも私生活で消耗して公務に集中できない状況があるなら、それこそ安全保障上の問題なのでは。総理として家庭を大事にしているパブリックイメージがプラスになるんでしょうが、初の女性総理がそのイメージを獲得するために家事労働に従事する自分をアピールしなければならないのだとすれば、初の女性総理というせっかくの象徴的意味も減殺されてしまうのではないでしょうかというですね。いや、またこの山川さんの指摘が正しいと思います。いや、だからなんか家庭連合がこういうのを見ると喜ぶんだろうけどさ、だからこういうところまで保守派アピールしなくていいですよ、本当に。だからそれで逆に女性への圧になってることわかんないんですかね。まあわざとやってんだろうと思いますけれども、はい。そう。パートナーさん自身が拒否されてるんだっけ？いや、それも問題あるよな。受けてくださいよ、介護。高市は自分でも働いているという自信があるからこそ働いていない人に対しての憎しみや見下し、そう、彼女のルサンチマンの原因になってると思うので、本当にやめた方がいいと思います。そう、家族を介護でやるようになったらね、介護施設の存在意義もなくなり、介護している家族も絶大なストレスがなると思いますので、はい。そう、ただのね、結局家父長制の強化にしかなってないんですよね。はい。ね、まあだからこんな状態でね、トランプなんかと話して大丈夫なのかっていう感じなんですけど、2026年春にですね、アメリカに行きたいみたいなことを言ってるんですよ。何を言ってるんだお前はという感じなんですが、まあ、これはね、トランプがね、いや、呼ぶよ、みたいなことでリップサービスしてんのかもしれないですけれども、米国が建国250周年を迎えるので、ぜひともまた行きたい。トランプ氏から訪米のご招待をもらった、みたいなことを言っているんですけど、本当かよって感じですよね。だって、4月に中国訪問するって言ってるんですよ。これは 100% やると思います。まあ、C さんとね、仲良くやりたいことはね、もう見え見えなので、トランプ的には、最大限優先事項は、高市じゃなくて習近平だと思うんですよ。だから、わざわざ習近平を怒らせかねないようなことをその前にするからっていう話ですよね。やらないんじゃないですか、トランプだって。この人、だから、めちゃめちゃ悪人、めちゃくちゃな悪人だけど、よく言われるように愚かではないですからね。だからその時の情勢とか、結構相手とかの、まあね、機嫌とかに関してはね、鋭いから、わざわざ習近平に死ぬほど嫌われている人物と会談するかっていう話なんですけどね。はい。まあ、合わなくていいと思いますよ。
いや、高市政権早く終わってほしいです。いや、トランプに会いに行く前に終わってほしいですね、本当にね。本当に。いや、でも財務大臣に片山さんを、だから片山さつきからもなんか微妙なことなんか変なこと言われてんじゃないかなっていう気がしますよね。ある人もね、福祉差別主義者ですからね。福祉を拒否して、つまり世話させんな、悪質っていうね。老眼無知って言葉ほど高市政権に似合う言葉が見つからないです。イジマッチがこの投稿したらやめろの大合唱。いや、絶対やめろって言われてますよね。絶対今すぐやめろって言われてますよ。だから、石破さんとその対応の差は何なのっていうですね。はい。そして、たくさんリクエストをいただいてますので、そろそろ話しますか。はい。そして高市さんがですね、何をやったかというと、5日、安倍晋三首相の遺影を手に伊勢神宮を参拝しました。再び一緒に来られましたよ、安倍さん。という。高市首相は5日、安倍晋三元首相の遺影を手に、伊勢神宮を参拝しました。伊勢神宮の新年の参拝は歴代首相の恒例行事で、安倍内閣時代首相も総務省として、うんたらかんたら、首相は遺影に加え同サミット時の写真も、持参し、内宮の入り口にある、橋を渡った。参拝後の年頭記者会見では橋の上で写真を広げて老眼を見ていただいた。再び一緒に来られましたという気持ちを感謝とともにお伝えしたかったのですということで、まあ、なんかビニールみたいなファイルに入ってる。もうこれを見て何を言えてんだよってなんでこの写真持ってきたんだよっていう。まあ、突っ込みどころしかないんですけど、まあ、右翼の皆さんからは絶賛されておりますので、ちょっと本人のコメントを、嫌な方1分ぐらいミュートしてください。聞いてみましょう。安倍総理の、お写真についての、ご質問がありました。少しこう広げて橋の上で、広げて、両岸、を見ていただいたんですけれども、安倍総理をもう一度、伊勢神宮に連れてきてあげたかったなと、思いました。内閣総理大臣としての、新年の、参拝は、9回、されていると思います。その他にも、伊勢志摩サミットがございました。あの時に、G7 の、各国首脳とともに、伊勢神宮を参拝された、その時の、お写真、そして、遺影にお使いになってたお写真を、持ってまいりました。もうただそれだけのことでございますけれども、伊勢神宮に参りましたよ、再び、安倍総理も一緒に来られましたよ、そういう気持ちをお伝えしたかった、感謝の、心とともにお伝えしたかったということでございます。どういうことなんですかね。全然何回聞いてもこれ理解できないんですけどなんで連れてきたんってあなたパートナーじゃないでしょってだからこの行為が許されるとしたら安倍昭恵さんだけじゃないですかもう意味がわからないもう全く理解できないんですけれども、その安倍ファンへのですね、熱烈なアピールだということは伝わりますね。はい。いや。はい。ですね。で、いい笑顔ですよね。お気に入りの早苗さんにおもちゃにされてしまっていますけど、安倍さんは成仏できているんでしょうか。いや、ほんとね、馬鹿にしてますよね、この対応ね。私だったら嫌ですよ、こんな死んでからこんな扱い。クリアファイルはねえだろって思いますけど。しかもそう、さっきから何回も安倍総理って言うんですよ。だからわざとですよね、これもね。日本国内では寝られなくて、海外公務では寝てたの介護しなくて済むか。なるほど。G20 の居眠りはそれが原因か。いやー、でもそれだったらね、やっぱり高市さんも家父長制の犠牲者ですよね。そのことを言えよ、対外的にって。いや、思うんですけど、山上事件判決まであと2週間なの忘れてるんじゃないですか。いや、絶対忘れてると思いますよ。
どうすんでしょうね。逆転無罪になったら、まあ、無期懲役を求刑されちゃってますけれども。はい。いや、死んだ後はアピールに利用されるの、ほんと安倍さんかわいそうですよね。さすがに同情するよ。本当に。もう、死人に口なしをいいことにですね、そのね、高市さんへの評価低くなってたのにね、亡くなる前はですね、結構高市さんに辛辣な評価してたらしいんですけどね。いや、でも本当にね、なんでしょうね、お涙頂戴のつもりなんですかね、意味がわかんないっすよね。だから、あんな、死に方したにもかかわらずね、こうやって連れてきて、でも伊勢神宮って日本会議のつながりがあるのか、なるほど。それで連れてきたかったんですかね。はい。まあ、生前に直接お約束があってとかならまだわかると思うんですけど、それだったらね、きっちりした写真で持ってこいよって感じですよね。UPF の音声流せばよかったよなって。いや、だから写真のサイズ合ってないんですよ。写真のサイズ合ってないのはないよねって。悲しいですよね、ちょっと。ねえ、伊勢志摩サミットは地元では今でも持ち上げて観光資源にしていますと。これは死者へのさすがになんかネット右翼の人も怒ってないのかな。あまり怒ってる人観測できてないんですけれども。縫い活のノリなのか。嫌だ。二重三重に嫌だな。アンナ A さん、ここからです。今年もよろしくお願いします。まあ、推し活なんでしょうね。はい。で、まあ、この人もなんですが、力強く輝くお天道様の下で、高市総理と共に、伊勢神宮を参拝いたしました。とにかく全力で頑張れればならぬという気合を改めていきます。踏ん張ります。頑張ります。ということで、精神論しか言ってない。いやだからベネズエラが大変な時になってる時にだから政府要職にいる人間の言うことじゃないですよね。小野田さんってだってあれですよね、防衛関連大臣してますよね。でまあもっともなツッコミをしていた人がいたので紹介するんですけど、遺族でもない人が安倍氏の家を見せながら参拝に向かう姿を見て心底気持ち悪いと思いました。家をこれ見動かしに見せる必要はないでしょう。個人を利用してるようにしか思えませんということですね。ちょっとこの人のすいません、なんか極左陰謀論者は嫌いですみたいな、なんか中道寄りの人ら、自称中道寄りの人っぽいのでネトウヨではない気がするんだけど、まあさすがにでもね、これ7600いいねされてるのでですね、右翼寄りの人にはね、さすがにこれはないわって思ってる人はいるんじゃないかなと、思います。はい。高市早苗をアマテラス大神だと思ってさ、確かに。いや、だから自分をまあ、卑弥呼だと思ってても何でもいいから、ちゃんと仕事してくださいよって。もう、なんでしょうね、この推し活アイドルのような、タレント集団のような、まあ、高市内閣の面々なんですけど、はい、片山さつきさんもいらっしゃいます。令和8年、後期2686年、昭和100年目、金が新年のご挨拶とともにガラスの天井は破った最強組で東京証券取引所勝利の大納会に続き私が発表会にこの瞬間700円上がりましたということで、後期2686年後期2686年って何ですか？だって突然なんか右翼の集まりとかでもないのに後期いきなり言い出す人ちょっと初めて見たんですけど、片山さんっていつもこんな感じでしたっけ？いや私片山さつきさんのね毎年のツイートとかコメントを読んでないので、まあ去年ももしかしたら言ってたかもしれないんですけど、なんか後期いきなりぶちまけ出したからびっくりしましたよ。まあこれもね 4.1 万回ぐらいいいねされてるんですけど、何がいいんだよという感じなんですが、はい。ちなみに今年ってしかも昭和101年ですよね。去年ですよね、昭和100年だったのって。2025年ですよね。もう終わってんだけど。いや。まあただね、片山さんにしろ小野田さんにしろ高市さんにしろ、まあこういうだから極端な主張の女性政治家っていうことで自民党の中でのし上がってるのは間違いないでしょうね。それはやっぱり隠れ女性差別の表れだと思うんですけど、自民党支持者の人たちはねそれを立脚してないですよね。はい。
口にする後期ってね、ギャグじゃないわっていう。憲法の天皇条項読んでこいよ。ガラスの天井は本当に破られたのか。破ってないですよね。だってフェミニストでさえないじゃないですか、この人たち。フェモナショナリストですよね。単なる。だからメローニさんがまあ首相になったのとまあ同じ現象なので、まあメローニさんの政治家として比べたらちょっと手腕的には失礼かもしれないですけど、別にね、イタリアやね、日本でフェミニズムが隆盛してるっていう話じゃないじゃないですか。はい。ね、全くだからパックネさんとかメローニさんと変わんないのではい。保守女性がね、トップに立ったからといって、フェミニズムがね、盛り上がってるということでは全くない。逆に抑圧されてますよね。はい。まあ、片山さんはね、どちらかというと思想的にはまあ、ゴリゴリネオリベな人なんですけど、なんかね、ほんと右翼みたいなことをね、言い出してるから、ちょっとびっくりしましたよね。いや、ほんとね、他の、だからフェミニスト女性の政治家とかに対しては、分厚いガラスを敷いてますよね、むしろね。はい。ね、お前がガラスの蓋してんだよっていう。何もない天井、ガラスの天井と言っているに等しいし、本当に立憲民主党はそう、辻元さんかね、蓮舫さんが首相になったんだったらガラスの天井を破ったって言ってもいいと思いますよ。でもまあ、今のところね、なかなか見込み的に厳しいじゃないですか。はい。そうね、やっぱり結局右翼の女性がのし上がるっていうストーリーを見せられてるだけですよね。はい。後期2686年と気合い入れて国粋極右に尻尾を振っているが、元を正せば日中戦争の泥沼で鉄をめぐって陸海軍が争った結果、鉄需要から五輪が潰れた代替イベントが後期2600年です。国政運営が迷走して政治指導層の能力が喪失した時代に同型するとはさすがですね、ということでですね。まあ、五輪じゃねえ、万博があった翌年にね、こういうこと言ってるのが、まあ、滑稽だという話でもあるんですが、だから、五輪ができなくなったんですよ、戦前。で、後期2600年っていうイベントを捏造して、まあ、戦時を盛り上げたっていうのが真相なので、元ネタなんで、全くまあ、伝統でもなんでもない、伝統行事でもなんでもないわけですよね。はい。そうだからね、皇族の女性たちを結局抑圧することによってのし上がった人たちですからね。だから結局ガラスの天井が厚くなってるだけじゃないかなと私は思います。はい。まあ、ナンシー・フレイザーさんもね、似たような批判をされてますが、これもちょっと有料記事なんで、ちょっと全文はね、ちょっと読めないんですけど、女性が首相になったという事実だけをもってフェミニズムが前進したとは言えません。英国のシャッチャー元首相のケースを思い出してください。彼女は女性でしたが、労働者や福祉に厳しい政策を求め、多くの女性や弱い人々の生活を損ないました。省庁だけでは人々の暮らしは良くなりません。誰がそこにいるかを重視するプレゼンスの政治と、どんな政策や価値を代表するかを重視するアイデアの政治を区別しましたと。要はプレゼンスだけだったら確かに高市さんって女性首相として今象徴的な存在になってるからプレゼンスはあるんだけれどもアイデアがないですよね。肝心なアイデアがない。だから政策的には全くアンチフェミニストとしか言いようがない。まあ政府択的夫婦別姓にさえ反対してるような人なわけですからことをしているんで女性の邪魔ばっかりしてるわけですけれどもただね女性首相ということでプレゼンスだけは巨大であるっていうようなねいびつな状況になってますよね。はい。ねちょっと海外の日本 .com なんですがなんか妙に高市さんに好意的なのであんまり紹介したくなかったんですけどねいろいろ、鋭いことが書いてあったのでちょっとあえて読みたいんですけれどもまあ短い睡眠時間で十分に食事をとるのもままならないことになっているらしいが首相にかかるストレスは尋常ではない体調の維持管理が隠れた課題になっており、チーム力の弱さなども、タスクであるということはいやいやそんなことはみんな分かってるからっていうで、まあ、先ほどちょっと名前が出てましたけれどもですね、高市政権が今何を狙ってるかっていうと、高支持率を背景にした、まあ、電撃的解散じゃないかと。で、電撃的解散をした場合、今、国民民主党と参政党の支持者を奪ってるので、国民民主を納得させる必要があると。国民民主党が、やっぱ高市にね、
みんなファンを取られるからやめたみたいな感じで中道回帰してしまうと、今かなり右翼に寄ってますけれども、中道連合を立憲公明国民で結成されてしまって大敗する可能性があると。それだけはやめてほしいので、立憲が今人気あんまないじゃないですか。で、国民民主党も高市さんにすっかりお株を奪われてね、だんだんファンの人たちもね呆れてる感じなんですけれども、で公明党さんもねいまいちちょっとあの党はねすぐ伸びたり急進したりする党ではないので、いまいちだというような感じの状態の時に解散して国民民主党を内部に取り込んでしまうというふうにすれば、国民民主党、維新、自民党のですね事実上連立内閣みたいな感じにしてしまうと、高市さんが27年とか28年まで長期体制になる可能性もあるというような分析がなされてます。なんかねすごい嫌な話なんですけど、その通りじゃないかなと思います。だから今参政党とか国民民主党って人気なくなりつつありますけど、でも今ちゃんとやっぱり潰しとかないと、潰すか路線変更させとかないと本当にやばいですよね。だからリベラル勢力がね弱いのは相変わらずなので、立憲民主の一部とれいわ新選組と共産党と社民党しかいないじゃないですか、事実上。だから左派勢力が弱いっていうのはね残念ながら事実なので、このまま高市さんにですね居座られないためには、なんとかですね戦略的になんとかしていくっていう必要があるかなとは思います。大変嫌な話ですが、いや本当ねやめて休んでほしいんですけどね、正直でも絶対やめないですよね。ゆっくり休んだ方が QOL 上がりますけどね、ほんと読書できてよかったですよ、私正月に。はい。いやでもね、なんか着物と騒動みたいになってしまうのがね、もう嫌ですしね、そうなるとこっちが自滅する羽目になりかねないのでですね、やっぱりね、何かにつけて絶対裏切る国民民主党がね、ネックなんですけれども、玉木さんが辞めてくれれば変わるのかもしれないですけどね、気にしてるのは政策よりも支持率だけだし、そうですね、連立を破壊しようとする人たちもいるし、なかなかちょっと難しそうですよね。で、その高市人気のただ背景にあるのは、こういった政治事情とはちょっと別のね、消極的に高市さんを支持してる人ってあんまりいないと思うので、やっぱり積極支持で6割とかいるわけですよ。で、なんでなのかっていう話なんですけど、会社員の〇〇さんも高市さんになって今までの停滞が急に動き出したような気がすると振り返る。ただ具体的に何か生活が変わったかと聞くと、よく考えると自分にとっては何もないですね。なんか映画みたいなノリで政治を見ていると思いますと。なんか非常に正直な、コメントを東京新聞に寄せた人がいるらしいんですけど、イメージですよね。だからイメージだけで高市さんって支持されてるじゃないですか。先ほどのね、女性としてのプレゼンス、象徴というところもありますけれども、やっぱり物珍しさとかね、なんかドラマの主人公っぽさだけで支持されてる。だからこんなアイドルみたいな書き込みをしても許されるし、高市さんだったら消費減税してくんなくても何やっても許すみたいな、人がね、だから何か変わってくれる気がするみたいな、感じで気分で支持されてるわけですよね。ただなんで気分で支持されるのかっていうと、やっぱり戦争を支持するようなやっぱり高市さん自身のその極右イデオロギーっていうのがストレートに受け入れられてるわけではないけど、戦争を支持するような人々が今ね日本の世論で増えつつあるのではないかということで、これちょっと古いというか10月の記事なんですけど、大変素晴らしい内容だったので、有料記事ですが読める人はぜひ読んでください。戦争を支持した人々は何を願ったか、今に通じるらしさの揺らぎへの反発ということでですね、歴史家のですね、増田さんという方なんですけれども、ちょっとこの方は私、著作とか読んでなくて知らなかったんですけど、この内容は本当にすごいですね。はい、すいません。デジタル有効期限が過ぎてしまったので、ちょっと全文読めないんですけど、彼が何をやって増田先生が何やってるかっていうと、当時の、ですね、第二次世界大戦に突き進んでいった時代の日本の人たちの日記とかを調べて、
どういう、ね、人たちが戦争大好きみたいな感じで戦争を支持したのかっていう。だから日本ってやっぱり被害者ナラティブがすごく強くて、まあ、原爆被害であるとか、もちろんね原爆被害は大変悲惨なものでした。けれども戦争を支持した人たちの話ってあんまりされないわけですよね。天皇主義者のやばい右翼がいっぱいいたぞみたいな、話ばっかりなわけですけど、そうではないんだと。ちょっと有料部分ちょっと読んじゃいますけど、例えば昭和維新の運動に参加するような青年将校らにしても、口先では国の育成を憂えるような議論をしていますと。ただ実際に彼らが、何を問題視していたかっていうと、ジェンダー規範の緩みだったりするのですって。なんかって思うんですけど、例えば226事件の首謀者の一人として掲出する鳥取県出身の青年は、若い頃の日記で国家が立ち行くなくなるだろうと苛立っていますが、よく読むと実際には大正時代、まあデモクラシー期があったわけですよね。女性が男のようになり、男が女性のようになりつつあることに非常に苛立っていたと。曰く、女は恋をするものなんだ、男は恋をさせられるものなんだということが、私にとっては自然なのに、近頃は女権尊重の声が高くなり、女どもが威張り出していて、男にも女のようなやつがたくさんいると。これを引き締め直さなければならないという。これ現代の議論じゃないのっていうね、ちょっとびっくりするんですけど、全く同じような気分ですよね。だから今アンチフェミみたいな人たちが戦前にもたくさんいたみたいなんですよ。要は大正デモクラシー期の反動で秩序が緩んでいる、男らしさ女らしさみたいな規範が緩んでいると感じていた人たちが、軍隊を利用してみんな日本人をですね引き締め直さなければならないみたいなことを言ってる人が男性にも女性にも山ほどいたっていうような話をされてるんですね。これ結構衝撃的ですよね。だからジェンダーみたいな考え方がなかった時代にモダンボーイけしからんみたいなことを本気でマジで主張してた自称愛国者みたいなのが山ほどいたらしいんですよって思いますけれども、非常に面白い話でした。読める人はぜひ読んでみてください。だからやっぱり高市さんとかトランプみたいなのを支持するっていうのは、もちろん時代の気分的なものとか女性というもの珍しさとかもあるんでしょうけれども、やっぱりこういう不安な時代なので、なんか強権的でズバッとものを言ってくれるリーダーがいいみたいな、やっぱりポピュリズム的な気分が原動力なんじゃないかなと思うんですよね。だからインフレーションになって高市さんの支持率もっと下がるかなと思ったけど下がんないじゃないですか。だから不安になればなる、人々が不安になればなるほどそのエネルギーを吸収してこういう人たちって強くなっちゃうんですよ。でなんとなく気分で不安だからアイドルみたいにしてすがりたい人たちがね支持しちゃうわけですよね。極めて危険な兆候ですよね、歴史を考えると。だからやっぱりこういう人たちの支持基盤を崩すには実際にはね、私たちはだからインフレのねもうちょっと和らいだ世界とか、その円安がこれ以上ひどくならないとか、そういうことを願ってるはずなんで、実際に地道に生活を改善することが大事だとか、そのね差別のないこうやって誹謗中傷とかね荒れない世の中の方がいいんじゃないかっていう話を地道にやってった方がいいのかなと思います。はい。ということですね。玉木とシンバはやめてほしいけど国民民主にまともな議員いるのかねもうでもだいぶネットより汚染されちゃってますからね。反高市でも Twitter では陰謀論に傾いてるように、でもそれも危険な兆候ですね。はい。だから陰謀論に走ったらそれはそれでなんて言うんですかね、不安に訴えてるナラティブになっちゃうんで、やっぱり勝てないと思うんですよ。はい。だから彼らは不安を原動力に動いているので、そうじゃなくて安心とかその不安によってしまっている人たちに対して別のね安心を与えなきゃいけないっていうことですよね。それが排外主義とか以外の選択肢でなければならないと思います。結構民衆が政争を支えていて大正デモクラシーの反動だったという、そうですそういう話なんですよ。はい。まさにね今のオルタナ右翼と一緒ですよね。大正の雰囲気が大嫌いで仕方なかった人たちがたくさんいたというね。はい。CBC のアナウンサーの丹野みどりさんが国民民主でもちょっと絶望しています。そうなんだ。適当でもそれっぽいのおぞましさですね。女学生が男の真似をして袴を履くなんてけしからんってすごい言われていた。そうみたいですね。なんかそういう話もたくさん出てきます。はい。
だからまあね、当時は天皇、ね、今はね、高市にすがるっていう人たちが多いわけですけど、でも高市さん、まあ天皇ではないし、しかも女性なので、まあアイドル的ではあるわけだけども、本来そういったね、バックラッシャー、アンチフェミな人たちがね、崇拝する対象ではないはずなので、いや、そこが切り崩せるチャンスなのかなとは思うんですけどね、やっぱり実態と現実が大変乖離しているので、やっぱりもうちょっと現実に即した地に足のついた議論を、していくしかないのかなとは思います。若い男性にメイクやネイル、袴パンツが流行っているのもジェンダーの曖昧さが受け入れられたわけではないと感じています。むしろモテ意識で男性性を強化している。なるほど。そういった面もあるのかな。そうなんですね。でもね、やっぱりそういうメイクをしていてもアンチフェミ的な主張をするったり右翼に走ったりする人たちがいるっていうのはね、やっぱりそれをちょっと一旦表してるようにも見えますよね。難しい問題ですけどね。まあ、とにかく彼らのやっぱり不安を取り除くっていうところが寛容なのかなと思います。はい。そしてちょっと最後おまけなんですが、不安を、作り出している勢力といえば、はい。参院選 SNS で特定の主張が急拡散、自動投稿のようなアカウント9000兆、選挙結果を大きく左右する時代に参政党大躍進とは書いてないんですけど、SNS 上で特定の主張が不自然に拡散されていたことがサイバーセキュリティ会社の調査で分かったって、今更かっていう感じなんですが、まあずっとね、言われていたことで、まあ一部の人たちは陰謀説だみたいなことを言ってましたけども、改めて裏付けられた感じですね。SNS の分析ツールを用いたところ、短期間で転載を繰り返していった不自然な投稿格差を請け負うボット的な動きのアカウント9400件を感知しており、ID や解説時期などの特徴を踏まえると、ボットの可能性がより高いアカウント170件について昨年7月の活動を踏まえたところ、45% にある77件が参院選のあった7月に拡散を大きく増やしていたという。参政党だけをもちろんこういうボットって支持してたわけじゃないと思うんですよね。おそらく排外的な主張であるとか、バズりやすい主張であるとか、極端な主張っていうのを、作り出すことで民主主義をね、不安定化させようとする、まあどこのアメリカかロシアか知りませんが、そういった勢力がね、暗躍していたということが、まあまことしやかに言われてます。まあ今の段階でアメリカ、ロシアがね、やったって言っちゃったら陰謀論ですけど、だからね、多分不安とか恐怖を生み出してるのってこういう勢力だと思うので、やっぱりこいつらを叩かないと世の中良くならないですよ。はい。だから左派はね、絶対、だから私もツイッター未だに、居座っといてなんで、まあ、あえて居座ってるんですけど、どいてなんですけど、だから絶対こういう勢力に反撃しなきゃいけないと思うんですが、はい、ですね、X 投稿画像、生成 AI グロックで性的画像を勝手に加工し投稿相次ぐということで、まあ、昨年の末のフリートークでも言いましたが、SNSX で提供されている生成 AI グロックを使い投稿されている人物の画像を水着姿などの性的な画像に勝手に加工するケースが相次いでいることが分かり、未成年と思われる画像もあると。まあ、いい加減にしろよって感じなんですが、さすがにマスクもなんか慌ててるらしくてですね、なんかグロック君を悪用したら、なんか法的に処罰しますとかアカウント消しますみたいなことを言っているそうです。まあ実際消されたアカウントもいくつかあるようです。だけどこういうことを商売でやっておいてさ、だから法的責任を問えないっておかしいですよね。X の関係者を逮捕すべきだと思うんですけど、まあなんかそういうことを言うとなんかスターリン主義者みたいなこと言われるのがね、なんか真っ向だなという感じがございますね。はい。まあ、本来保守派の人が主張すべきことだと思うんですけどね。はい。男性だけど爪塗るのに挑戦したいと思います。それは素晴らしい。90年代東欧の改革開放によるソ連やユーゴスラビアとか国家の大解消を、経験した人の意識を知りたいです。でもそうですね、ユーゴ紛争を体験した人はやっぱりすごいパレスチナの虐殺に心を痛めてる人が結構いらっしゃいますね。やっぱり当時を思い出すみたいですね。当たり前ですけど。漠然とした不安にどう対応すればいいのか、とにかくまずは彼らの話に耳を傾ける必要があるのかなと。いや、甘っちょろくないですよ。だから今ね、私もちょっと意見が少し変わったんですけど、あんまりネットでね、議論するの好きじゃなかったんですけど、議論しなきゃいけないフェーズに入ったなと思って、はい。細川バレンタインネイル塗ってんだ。なんかやだな。お前は塗るな。すいません。バレンタインさんが嫌いなので言ってしまったな。
いやでもほんとね、ダッフィーが大量発生してるような事態になってるのになんで法規制しないのって感じですよね。徴兵制って実際あるとしたら学費無料とかにして貧困層が志願させる。でもそうですね。自民党は絶対そういう方向性でやりますよね。私は徴兵制には絶対反対です。志願でも反対。はい。絶対日本ダメになりますよ。ちょっと現実に現実感がなさすぎるし、陰謀論に似たニュースがもう現実っぽいことについていけないですね。いや、まずはできないようにしろよって。いや、ほんとそれなんですよね。だからグロックのほんと生成っていうか画像生成機能止めろよっていう話ですよね。はい。いや、ほんとね、AI はね、全力で規制した方がいいと思います。まあもちろんね、卑劣な犯罪だからね、擁護の余地はないのですが、はい。まあ、ただね、アメリカはね、やっぱりエプスタインに対して激しい反応するようにね、やっぱり未成年の画像とかはね、向こうの人たちの方が反応激しいですからね、さすがにマスクもね、変えざるを得ないのではないかと思いたいですけど、いやでもね、性的画像に加工するのとか、だからすぐ思いつくじゃないですか。だから悪質なそういう N 番部屋じゃないけど、そういうやつらがやるわけでしょ。だから韓国の徴兵制のね、裏側ですよね。ああいうミソジニー事件とかがあるのも。はい。韓国はね、日本よりもずっとね、民主主義が成熟してますけど、そういうことが起きてしまうわけですからね。貧困層が生活のために戦争に駆り立てられるのは歴史的に繰り返されてますからね。はい。で、また悪いことをしてる人がね、もう一人いるんで、こいつもね、糾弾しておくんですが、アメリカメタ社が詐欺広告などで、1日150億件ほど表示しており、なんか何兆円とかの、160億ドルだから2兆円ぐらいですか ?2 兆円以上ですかの収益を得ていたそうです。何やってんのこいつらっていう感じで、まあ、インスタグラムとね、Facebook と、で、スレッズかで、いくら稼いだんだよっていう感じなんですけど、しかも、極めて悪質なのは、これあんまりこっちの記事だとね、なんかロイター遠慮してるのか言ってないんですけど、なぜ日本で著名人の偽広告が蔓延したのかっていう記事をロイター英語版出してまして、Facebook や Instagram に溢れる著名人の名前を悪用した投資詐欺広告があったと。まあこれがね、日本で荒稼ぎしたみたいなんですよ。日本社会を揺るがしているこの問題の裏側には、プラットフォーム運営側にあるメタ社の組織的規制回避があった可能性が浮上している。ロイターが12月31日に報じた同社の内部調査文書によれば、メタ社は規制当局からの圧力をかわすためのプレイブックを作成しており、その最初の成功例として日本市場が挙げられているということで、要は日本が政府がちょろいからわざとやってたらしいんですよ。アメリカでやったらさすがにまあ天下のザッカーバーグ様でも逮捕されるかもしれないし、何らかのねまあ巨額のその裁判とかに訴えられるかもしれないし、またねイーロン・マスクがせっかく今嫌われてるのにまた自分が悪役になっちゃうかもしれないからと思ったのか知らないけども、日本当局をターゲットにして検索クリーンアップ戦術をやっていたという疑いが、強く持たれているそうでございます。はい。いや、でも本当にだから日本って AI とかに対して今甘すぎるから、このままだと本当食い物にされると思いますよ、ひたすら。いや、一部のね、アメリカの倉庫みたいな人たちはそれを望んでるのかもしれないですけど、冗談じゃないですよ。だから日本の金をどれだけね、吸い上げてんだっていう話じゃないですか。だからですね。私インスタとかやってないのでちょっとあれなんですけれども、そういう問題じゃないので全員被害者に遭ってると思うので、はい、即刻ね調査してなんだったらね日本にのユーザーに返金してほしいなと思います。はい。いやまあでもですね、まあ白人男性のね、やっぱこういう人たちはだからね、一番そうやってこういう画像生成の被害に遭っている女性だったりクリエイターの人たちに対するやっぱり同情が薄いのかなって思っちゃいますよね。はい。そうですね、自衛隊はすでに低所得の若者の受け皿になりつつありますからね。インスタグラムもそういう広告多いと思ったら詐欺広告と性的フェイク AI 広告を出すなっちゅうねんって日本は経済的な実験台だった可能性があると高市政権を批判してくれている。だからそこでタカ派っぽいところを見せてほしいですよね。ザッカーバーグだったらいいじゃん別にインスタグラム規制しろやって思うんですけど。
YouTube も詐欺広告がひどすぎて無料試しでプレミアムに入ってるんですが、俺は何なんでしょうかねっていう。YouTube も気色悪い生成 AI の広告がいですね。そうなんだ。ごめんなさいね。なんかもしかして表示されてます私の。なんか私のやつ、AI ってどうやって規制すりゃいいのかわかんないですよね。表示されたことある人言ったら言ってください。なんかもし、変えられたらちょっと変えてみるから。はい。テクリバタリアンで冗談抜きで AI による人類と管理と支配を目指してんじゃないでしょうか。いやーねー。なんか本当 AI で広告出したりするのもね、一切やめていただきたいなと思います。はい。迷惑なので。はい。ということで、ちょっと日本の話でございました。ちょっとね、ベネズエラにしろ、日本にしろ、本当にうんざりする話が、いろいろアメリカ絡みでね、起きていることだと思うんですけれども、最後にですね、まとめというか、いつも通りのまとめとして、どうやってね、こういう世界に対処したらいいのかという話をちょっとして終わりにしたいと思います。パレスチナからベネズエラまで、私たちは民族自決に、かけた戦いにおける結束と米国イスラエルのジェノサイドを主導する数軸に対する団結した連帯を呼びかけている。世界的な PDS 運動を主導するパレスチナ市民最大の連合体であるパレスチナ PDS 民族評議会は、ベネズエラに対する米国の犯罪的かつ植民地主義的な軍事侵略を非難する。米国による軍事侵略はベネズエラの世間、ベネズエラ国民の自決権及び国際法に対する侵害であると。ベネズエラ及びカリブ海諸国の人々に連帯する。今回のベネズエラへの攻撃はラテンアメリカ及びカリブ海全体に対する攻撃である。ガザ地区に対する、国際法体系が葬り去られるのを見てきた私たちは今パレスチナ市民社会が警告していた通り、力こそが正義とされる時代を目の当たりにしていると。ただコロンビアの大統領や南アフリカ、マレーシアの首相たちは、2025年7月に選択は明白である。我々が団結して国際法を執行するか、さもなくばその崩壊を座視するかだ。我々はガザの人々だけではなく、正義が不処罰に勝つ世界の未来のため共に行動することを選択すると宣言していた。ハノイからハバナ、バグダッドからカブールに至るまでグローバルサウスの人々に対する米国の帝国主義的侵略は決して今に始まったものではない。イスラエルによるジェノサイドはこのようなあるいはこれ以上に凄惨な形の過激な植民地主義暴力を常態化させている。故にパレスチナを解放することは世界中の全ての人々を解放することに他ならない。あらゆる場所で自由、正義、平等を実現すると。いうことでですね、いつも通りなんですけれどもね、やっぱり PDS の言ってることが一番正しいと思います。だから帝国主義による暴力であると。で、資本主義と合体したですね、暴力的帝国主義による、弱い立場の国々に対する暴力であるっていう目線があれば、党派性関係なくですね、マドゥロが悪人であろうとそうでなかろうと、党派性に関係なく連帯できるよっていうメッセージを、発していると思います。はい。いや、本当 BDS 運動はこれからも続けていかなきゃいけないですね。はい。だから AI とかね、に対するね、支配とかね、許しちゃいけないですよ。反帝国主義の人民先生を作らないといけないですよね。はい。私はね、人権動画を出してるつもりなんですけど、どうなんでしょう。本当ね、変な広告出てたら報告してください。なんか設定いじってみるので、はい。そしてですね EU にもまともな人はいるということで紹介したいんですが、実はねフレイザーさんはね左派ポピュリズムはすごく重要だということを言ってて、やっぱり右翼のポピュリストがすごく伸長してる時には左派も戦略的にですけれどもポピュリズムを、ある程度ね使わなきゃいけないと。でジャン・リュック・メランション、アメリカ合衆国によるベネズエラの介入は我々の世界の歴史の新たな段階を開くものである。アメリカ合衆国は最も忌まわしい帝国主義的習慣に再び立ち返っており、石油や麻薬取引などは単なる口実でしかない。国際法こそが平和の唯一の保障である。いかなる例外も認めてはならない。これ良いの間違いだと思うけど、良い侵略などこのように存在しない。ベネズエラでもウクライナでもガザでもその通りであると。いうことでですね、フランス人はこれが自分たちに直接関係ないだろうと信じてはいけないということで、いやなんでこの人がフランス大統領じゃねえんだと思ってるんですけど、フランス人民連合をね先生を率いている、メランションですけれども、
なんかね、やっぱりこういう、スペインのね、ペドロ・サンチェスさんもそうですけれども、左派のね、ある程度ポピュリズムを受け入れた人がリーダーになってくると、ちょっとやっぱり右派ポピュリズムの時代とはね、違う流れになってくるのかなと思います。もちろんポピュリズム一辺倒だったらそれはそれで問題があるんですけれども、はい。それをうまく取り入れたね、左派の政治を作らなきゃいけないっていうことですよね。そう、結局資本論に戻りますよね。法の秩序を取り戻さなきゃいけないですからね。はい。ポピュリズムを名乗ってる人たちがね、こういうこと言ってるのがね、逆転した世界になってるっていうことをね、言ってほしい、気づいてほしいんですけど、そう、サンダースとコービンとメランションとね、そしてマムダニもそうですけれどもね、あの辺の人たちの成功法則は共通してますからね。はい。そして、パレスチナのガザですが、困難が山積する中でも学びは続いています。学校が破壊、閉鎖されたりする中、何千人もの子どもたちが仮設学習スペースで授業を受けています。ウンルワの有志たちが毎日対応を工夫し、学びを継続するために支援を続けているということで、ごめんなさい、ちょっと音程出ちゃったけど、ですね、異解なんですけれどもですね、パレスチナの人たちのこのだからもちろん虐殺とかね支配の結果によるものだから私たち第三者がね褒めちぎるのはおかしいのかもしれないんですけど、この回復力はですね本当に素晴らしいし、だから彼らが頑張っているのになんか我々がねやっぱりさっきの東さんじゃないですけどシニシズムに走るのは私は間違ってると思います。だって最もねこの世でシニカルであっておかしくない立場の人たちじゃないですか。でも全くそうでないんですよ。もちろん信仰心であるとかねいろんな心の支えがある結果だとは思うんですけれども、今でもですねこのように継続的に学習が続いていて少しずつですけれども子どもたちの学びの環境もですね整備されているので、いや本当ねイスラエルは邪魔しないでほしいと思います。はい。そして、こちらはですね大学教育なんですけど、ガザのアルシファ病院の廃墟の中で230人の医学生の卒業式が開催されましたということで、なんかね新年あんまりおめでとうって言いたいニュースがなかったんですけど本当にこれめでたいですね。だからこの中でね学習して卒業してる人たちがいるわけですよ。ずっとガザの支援の、リポストとか私、リポストしてるだけなんですけれども、そういうこともしてるんですけど、やっぱりノートパソコンが欲しいとかね、別に贅沢品が欲しいわけじゃなくて、大学の勉強に必要だから、そういったね、科学機器とか、そういうね、パソコンとかそういった周辺機器とかが欲しいみたいな要望が結構あるんですよね。大学の授業で欲しいってどういうことなのっていうことなんですけど、本当に大学の授業で使ってるんですよ。はい。だからですね、インスタグラムはこういう人たちを利用して先広告を出すのをやめてください。はい。ちょこちょこポピュリズムについて本を読んでいるのですが、ポピュリズムは必ずしも絶対悪ではなく、広く市民の政治参加を促すことがあるもので、そのためには野党がそれを担うこと、デモクラシーが定着していることが必要なのだそうです。翻って我が国って、なるほど、ありがとうございます。その通りですね。はい。だからね、我が国は、野党が担ってるところは合ってるけどね、デモクラシーが定着してないから結局参政党みたいなのがね、一番羽ばたいてしまってるわけなので、ほんとね、饒舌なニヒリストの権威主義者の人たちにはね、そろそろ黙っていただきたいですね。はい。で、ベネズエラからのメッセージ。平和と平和的共存の意思を込めて表明します。我が国は国際的な尊重と協力の環境の下で外部からの脅威のない生活を目指しています。世界平和はまず各国の平和を保障することによって構築されると信じています。我々は主権平等と不干渉に基づき、米国とベネズエラ間およびベネズエラと地域諸国間の均斉の取れた敬意ある国際関係の構築を最優先課題と考える。これらの原則は世界の他の国々との外交の指針となっている。ベネズエラには平和、発展、主権、そして未来に対する権利があるということでですね。それはね、マドゥロが何してたか、ね、私は詳しく知りませんよ。知らないけど、望むところは一緒なんじゃないですか。ね、平和を望んでるわけでしょう。ね、彼らがね、再びその強硬策とかで独裁に走ってしまったらね、それは
残念なことですけれども、だけどその戦争を望んでいるのはトランプの方であって、少なくともこのロドリゲスさんはまあ戦いを望んでいるわけではないですよね。平和を望んでるんですよね。だったら支援しないとダメじゃないですか。だからトランプはマドゥロを掌握の根源だって偉そうに言ってますけれども、じゃあマドゥロが排除されたベネズエラを支持することは問題ないんじゃないですかね。だから世界のね人たちが望んでるものってなんだかんだ言って安定と平和なんだから、それを武力によって武力行使によって実現するんじゃなくて、武力行使以外の手段で実現するっていうのが、まあ、本来だったらというか王道ですよね。武力行使で平和って実現しないですからね。っていうことをね当たり前のことだと思うんですけど、もう一回ですね強く主張していく必要があるんじゃないかなと思います。はい。牛尾サーコーカラスです。すいません、ちょっと今まとめに入っておりました。はい。そうでまあ何が言いたいかというと平和は大事だということですけどいやすいません、なんかまとまらなくてあれなんですが、基本的にトランプのやってる暴力が資本主義と帝国主義のガッチャンコであるですね、植民主義的暴力であるっていう視点からすれば、ありとあらゆる党派の国々がね連帯できるはずだっていうところと、あとデモクラシーの基盤があるところではポピュリズムが有効に働く場面もあるということで、フランスのメランションの、発言などを紹介しておりました。そうだからね、日本ではねやっぱりもうちょっとデモクラシーを発展させないと、ちょっとポピュリズムに走るのは今高市政権を見ても危険かなという話なんですけど、まあただねパレスチナの人たちがこうやって頑張っている時にですね、我々がその愚痴って何もしないということはね態度としてありえないと思うので、はい、まあニヒリズムに走らないようにですね、努力していく必要があるかなというふうに思います。はい。ということで、本日もですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということでですね、本日の配信以上となります。なんだかんだ言って2時間40分もね、年明けから話していきました。で、伝えたいことを伝えていけばいいんです。ありがとうございます。すいませんね、最後まで最後にコメントしていただいてありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よかったらアーカイブも見ていってください。戦争、紛争、虐殺、独裁反対ということでですね。はい。ですね、そして、まあ、これだけね、X をね、死ぬほど批判した後になんですが、金曜日からですねちょっと新しい試みを考えておりまして、はい、それがこれです。スペーストークということで、富に評判の悪い X のスペース、なんか差別主義者みたいなやつが来るかどうかもわからないというところで危ないところではあるんですけど、まあ私ちょっとやっぱりいろいろ最近考えてですね、少し考えが変わりまして、いろんな人と対話したいなと思うんですよ。もちろん差別主義者はダメですよ。差別とか暴言とかはね、もちろん許さない所存で、私がホストやるので、絶対話さないつもりでいるし、まあそもそもね、来る人が誰も来ないんじゃないかという予感があるんですけれども、まあもしよかったらね、まあ X アカウント捨てちゃった人も結構多いと思うんですけど、私とね気軽に会話したりとか、まあ、3、40分ぐらいトークをできるですね企画をちょっとやろうかなというふうに思ってます。まあ、なのでね当然ですけども安全性に配慮して、まあ私側が必ずホストをするようにして、まあなんかね差別主義者とかが変に好き勝手なこと喋り出したら困るので、そういったね事故には注意しながらですけれども、ちょっと実験的にやってみたいなと思ってますので、よかったら金曜日また9時から、やってみたいと思います。企画倒れにならないようにですねいろいろ考えておりますので、よかったらですね、私とカラスマと話したいという既得な方は、よかったら参加を検討してみてください。はい。
対話発生ということで、そうです。対話をしてみようということですね。はい。帝国主義粉砕のために、新年一発目お疲れ様ありがとうございます。ありがとうございます。平和への行動と権力への抵抗をということですね。はい。こんなクソみたいな世の中ですが、霊障に分けず差別、虐殺、清掃、エスノセントリズムに反対しましょう。今年もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。今年もありがとうございます。今年もよろしくお願いします。そうですね、Twitter の最後の時代に実装された機能ですね。なんか X があんなんになっちゃったのでね、今やなんかそういうやばい人たちも使っている機能ですけれども、まあちょっとね、まああまりになんかね、変なやつ、嵐みたいなのが入ってくるようだったらもちろんやめますけど、はい。ちょっとやってみようかなと思ってます。ブルースカイであったらね、スペースやりたいんですけど、ないんですよね。今のところ音声発信機能がないので、はい。ということでですね。はい。ということで、よかったら金曜日の配信もぜひともチェックしてみてください。はい。いつも通りですね、カラスマ時事レポートと名前を改名しましたけれども、大きく内容を変えたりとかすることはしませんので、そこはご安心ください。なんかね、やってほしいとか、まあ、面言の方はね、ぜひとも面言でこれやってほしいとか、まあ、そういった要望もありましたらですね、お気軽に、コメント欄とか、DM とかでお寄せいただければと思います。峰さん、お疲れ様ありがとうございます。ありがとうございました。ということでですね、今年は、いろんな企画とかにもね、もっともっと挑戦していきたいなというふうに思ってますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。ですね。私は聞くだけになりそうですね。まあそうですよね。なんか皆さん X がもうそもそもアンチ論で皆さん脱出してる人が多いから、ただね、やっぱり一番気軽になんかそのアカウント持ってるだけで聞けるみたいなのが、会話できるみたいなのがね、Discord だとね、私の、そもそも DM でやり取りしなきゃいけなかったりするから、ちょっと敷居高いかなと思ったので、はい。まあもしね、他の、通信手段とかがあるのであれば、そっちの方も検討したいかなと思ってるので、ちょっと金曜日はですね、試しにやってみたいと思います。アラートさんもお疲れ様ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、皆様お疲れ様でございました。新年早々ですね、長い配信お付き合いいただきましてありがとうございます。今年も、戦争反対、虐殺反対、差別反対ということで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。